チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。ちょっと遅くなってしまいまして申し訳ございませんでした。本夜もお集まりいただきありがとうございます。本日はですね、高市首相に石油危機ですと言ったら陰謀論者扱いされそうで辛いということで、イラン戦争の渦中のアメリカや世界、そして石油危機、高市政権のスキャンダル、その後国内外のヘイト等の問題を取り上げ、最後に環境問題やプロテスト運動について取り上げたいと思います。戦争による残酷な描写、軍事的な話題を多く取り上げますので視聴にはご注意ください。また現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱います。配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりするものではありません。配信チャット欄およびコメント欄には、ルールがありますので、概要欄をチェックしてから、書き込みの方よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、すいません、皆様お待たせいたしました。音花風花さん、生姜さん、ミニラトルさん、ケイトさん、ペタさん、無欲さん、マヤさん、道路海賊さん、かなしみさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。本日の、ですね、参考リンク集なんか大変な数になっちゃったんですけれども、またね、いろいろありすぎて、ですね、Google ドキュメントで、まとめておりますので、よかったら、チェックしてください。あとですね、いつも概要欄にも今書いてるんですけれども、先月からですね、私のブースでの緊急支援の方、いろいろね、たくさんのご支援いただきまして、ありがとうございます。本当にありがとうございます。内容にはですね、まだまだちょっといただかなきゃいけないちょっと状態ではあるんですけれども、皆様のおかげで本当助かりました。ありがとうございます。よかったらですね、ノートの方チェックしてみてください。はい、あとですね、皆様への何のお礼にもならないんですけれども、メンバーシップに入っていただいている方はですね、なんか変な顔文字などを、一部追加させていただきましたので、よかったら使用してみてください。はい、ということでですね、医療機関勤務ですが見事にナフサ由来製品は入ってこないです。注文できない状態になってますということで、そうですね、はい、報じられている通りですよね。誰もね、誰が嘘ついてるとか言ってるんでしょうね。はい、嘘ついてるって言ってる人はこれから取り上げますがもうでもいい加減さすがに言わなくなってきましたね。はい、なんかすごい超高速の、カラスマがたくさん並んでおりますが、ありがとうございます。はい、一ノ瀬さん、ここからです。最高のスタンプです。ありがとうございます。ありがとうございます。カラスマさんはもはやインフラの一部なので配信頑張ってほしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう言っていただけると配信者冥利につきます。皆さんちゃんとイラストレーターさん、ファンイラストのですね、かっこいいカラスマもちゃんと使えますのでですね、なんか私が書いたその謎の絵文字をものすごい勢いで突っ込むカラスマとなっております。はい。ということでですね、はい、すいません。ちょっと早速喋りすぎてしまいましたが、本題に入っていこうと思います。ちょっと今回ね、1週間いろいろありましたので、アメリカと、世界情勢について、ちょっと短くですが取り上げてまずいこうと思っております。イランはチェックメイトだと。ワシントンはこの戦争に負けた結果を逆転させたり制御したりすることはできないと。世界中の人間が思ってることだと思いますけどね。G アトランティックが取り上げたということにこれが価値があると思います。割とね、イスラエルの元関係者が編集長をやっているとか、実は隠れシオニストだとか、リベラル叩きの記事がすごいとか、いろいろ言われる、一応リベラル系の総合雑誌なんですけれども、アメリカの権威あるですね、雑誌なんですが、その G アトランティックがですね、イランはチェックメイトであると、アメリカは負けたのだと、はっきりと題した記事を書きました。冒頭だけでもね、もう何が言いたいかすぐわかるんですが、米国が紛争で完全敗北を喫し、戦略的損失を修復することも無視することもできないほどの決定的挫折を経験した時代を考えるのは難しい。第二次世界大戦の真珠湾、フ
フィリピン、そして西太平洋で被った悲惨な損失は最終的には逆転できた。ベトナムとアフガニスタンでの敗北は多大な犠牲を支払ったが、世界競争の主要舞台から遠く離れていたため、世界に対するアメリカ全体の地位に永続的なダメージを与えることはなく、イラクは最終的には比較的安定した。この言い方がね、全く犠牲を、被ってなくて、いかにもアメリカ人という感じなんですけど、こういう雑誌なんですよ。はい。そのですね、ジ・アトランティックさんがですね、現在のイランとの対立における敗北は全く異なる性格のものである。修復も無視もできない以前の現状に戻ることはなく、与えられた害を取り消したり克服したりする究極のアメリカの勝利はない。オルムズ海峡はかつてのように開かれない。海峡の支配によりイランはこの地域の主要プレイヤーとしてまた世界の主要プレイヤーとして急浮上した。イランの同盟国である中国とロシアの役割が強化され、米国の役割は大幅に縮小し、戦争支持者が繰り返し主張してきたようなアメリカの部位を示すどころか、アメリカが一切信頼できない国であることを明らかにした。アメリカは後始末もできないと。もうボロカスですね。これがね、アメリカのもうエリート層とか富裕層の割と一致した見解になりつつあるのではないかと思います。トランプの負けです。はい。ということで、習近平と何話すんでしょうね、この状態で。っていう話をしていこうかと思うんですが。秋山さん、ナミさん、ここからです。誰が玉音放送を読むんでしょうか。本当にね。はい。皆さん、スタンプありがとうございます。はい。カラスマスタチューなども使えますので、よろしくお願いいたします。せめてコメ欄ぐらい軽やかに和やかでいないと胃が溶けそうな世界観ですからね。はい。はい。そんなアメリカにどこまでも付き従う日本政府。いや、だから完全に負けてるっていう風に、自国のエリート層の人たちが認めている国についちゃったわけですからね。どうしてくれんのこれっていう感じですよね。はい。それはですね、アメリカ側についていた中東諸国ももう認めつつあります。石油市場正常化は、27年頃になる公算だということをアラムコの CEO が発表しました。はい、サウジアラムコですね。サウジアラビアの最大の国営石油会社の一つであるサウジアラムコの、ナセル最高経営者は、ホルムズ海峡の混乱が続けば石油市場の正常化は2027年になると。はい、言ってしまいました。いや、そうなるよな。当たり前ですけど、ですね、UAE、ドバイと並んで、サウジアラビアはですね、比較的アメリカ、イスラエル側につきつつ、この戦争を見ていたわけですが、反イランなので、ついにですね、もうダメだよって、2027年まで正常化しませんよ、これはっていう、白旗を上げてしまったような感じだと思います。ナセル氏は10日に発表された四半期決算において説明するアナリスト向けの電話会議で、供給途絶が長く続くほど、たとえあと数週間であっても石油市場の均衡が回復し安定するまでにはより長い時間がかかると指摘した。この状況が6月中旬まで続けば回復は27年にずれ込むだろうと。天を仰いでしまいますが、6月中旬ってね、ちょうどいいぐらいですよね。坂井の先生が指摘してたのって6月末だったじゃないですか。6月まで積むんですよっていう、ですね、報道特集での、発言がですね、一人歩きしたわけですけれども、6月中旬ぐらいまでだったら、回復は27年になりますよって、今年はもうダメですって、終わりですという、話をされております。そりゃそうだろうなという感じですね。もちろん全ての石油が、原油が調達がですね、失うというような極端な話をしているわけではありません。しているわけではありませんが、何しろね、イランがもう航行を支配してしまっているので、その状況をですね、元に戻すためには1年以上はかかるだろうということですね。はい。伊沢さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。トランプが玉音放送を録音したレコードを伸び出しそう。27年までに人類は滅亡するのでは日本は持つのだろうか。いやー、でも本当にね、だから死んでしまう人が出かねないフェーズに入ったので、最初からそうなんだけども、まずいですよね、これは。なんでこういうことを心配すると陰謀論者みたいに言われなきゃいけないんですかね。はい。先月の試算でですね、すでに4000万人以上の死者が出る可能性があるという試算が出てるわけですよ。当然ですけどね。ね、こんな状況だからこそ文句を言わずに団結しようみたいな、いや、本当こういうこと言い出しそうで怖いんだよな、日本政府は。でも日本だけがね、
なんか何事も起きてないかのようにガソリン補助金などをジャブジャブと使っているわけですね。で、ヨーロッパが将来に悲観的になる中、米国の評判が完全に崩壊しているという話が出ております。新たな世界の世論調査によりますと、アメリカは世界中ではますます不人気な国になっており、一方ヨーロッパ全土で将来への悲観論が高まっており、グリーンランドが自らを将来を決定する権利への支持がさらに高まっていることが判明したということで、まあ当たり前の話なんですけれども、アメリカの不人気ぶりがやべえという話です。アメリカは現在世界で最も否定的に見られている国の、98カ国の中で、ワースト5位にランクインされており、2024年春のプラス22ポイントから今はマイナス16ポイント、好感度マイナス16ポイント。総合、好感度はマイナス24で世界最低クラスとなり、DPRK、アフガニスタン、イランが続いたのでもう世界一嫌われてる国になっちゃってる。アメリカは初めてマイナス11ポイントのロシアよりも嫌われている国になった。対照的にポーランドはプラス19スコアになり、ドイツのプラス21に近づいた。ですね、ヨーロッパは最も、アメリカを否定的に見ている、地域であり、地域スコアはマイナス35であった。ただ、イスラエルはなぜかプラス60という強いスコアで米国に対する支持を証明したと。世界に対する最大の脅威になっている国はどこかと尋ねると、回答者の1位はアメリカ、はい、ロシアが2位と。終わった。まあこの状況でですね、未だに強硬にですね、アメリカを支持している国はイスラエルとか日本とかなんですよ。イスラエルとか日本とかアルゼンチンですよね。どうなるかわかるよね、これ。このままいったら。だから一刻も早くこいつから離れないと。ね、我々巻き込まれるんですよ。はい。っていう話をね、するとなんか陰謀論者みたいに見られるんですけどね、なんでなんでしょうね。ちゃんと、世界中のね、ニュースでこうやってやってるのに。はい。ナノクラフトさん、ラズーさん、コンカラスです。新たなる数十国ですね。はい。個々の政策に不満はあっても、高市さんへの個人の支持は揺るがないのは、個人崇拝になって、もうすっかり個人崇拝になっちゃってますよね。団結して南進するのかな。ガソリン補助金はほんと絶対ダメですよ。ワースト5位はトランプのせいです。悪の数軸が常任理事国。トランプになってから全くいいことしてない。それはね、ロシアと一緒ですからね。世界をどれだけ破壊したのかということですよね。中国共産党から計算高さを抜いた政権。今回はアメリカについてるから大丈夫みたいなね。そう、未だに多分日本ってそういうマインドの人多いと思うんですけど、無理ですよ、これは。世界ワースト5はやばいだろ。いくらなんでもね、不人気すぎますよね。はい。まあ、ただですね、こんな状況なんですけれども、ヨーロッパもヨーロッパでガタガタになっています。イギリス地方選で、スターマー率いる労働党が大敗しました。スターマーはなんか続投するとかほざいていますが、今すぐ辞任しないと、イギリスがやばいと思います。リフォーム UK という、参政党みたいな極右政党が各地で大勝利を収めました。イギリスで7日に投開票が行われた地方選挙は、大勢が8日に判明しました。イングランドではリフォーム UK が最大勝者となり、各地を合わせて1400兆の議席を獲得しました。もともとほぼゼロに等しかったんですけれども、地方議員がですね、1400人も生まれてしまったということですね。歴史的に労働党と保守党が優勢だった地域で主導権を握り、二大政党制がもはや崩壊したと。そんな中、ケア・スターマー首相は8日、辞任して国を混乱に陥れるつもりはない。私が続けるのだと、主張しておられますが、やめた方がいいんじゃないですかと思います。さすがにやばいですね。まあ、前評判からリフォーム UK が躍進するということは分かってはいたんですけれども、それにしてもひどすぎる結果だと思いますね。はい。戦後80年かけて日本はアメリカを敵に回したら滅ぶという言説が下校チェンバしまくった。まあアメリカについていけばいいっていうやり方でやってましたからね。もうダメだろうってこれはっていう。昨日アメリカ人の観光客と偶然会った時、お店の人とトランプの話をしてました。内容はちゃんと聞き取れなかったけど移民の話もしていたかも。笑っちゃったけど笑えねえ。いや、イギリス版中道だ。なんか最近聞く政党だ。揺り戻しがエグすぎる。ヨーロッパの極右の台頭も気になりますね。
患者さんにプラ製品不足の説明をしたらイランのせいかと言われました。いやー、アメリカのせいです。はい。いや、なんかね、オールドオーク評判いいですよね。なんか私ちょっと見てないんですけれども、なんかね、いろいろその移民の方々と手をつなごうという話が出ているときに、これでは、いやー、現実の方がまあ、リフォームは和訳すると維新ですね。まあ、参政党の支持率はね、下がり続けているんですが、日本共産党より低くなってますからね、なんかね、日本の方が状況マシなのではっていうような感じもしてきますけど、ただなんでこんなことになってしまったのかというと、まあ、正直ね、労働党が悪いですね。これ2月の記事なんですけど、補欠選でも、緑の党に負けてるんですよ。まあ、緑の党って最左派なんですけれども、左派政党がですね、非常に伸びたことでも今回、ただ残念ながら UK の、をしのぐほどの勢いは全くなかったんですけれども、ですね、右だけがぐいっと伸びてるという日本的なまあ状況ではなく、左の政党もガーッと伸びてるっていう感じですね。まあ、なぜかっていうと、まあ、スターマー政権は数々の政策転換、少女らの性的人身取引の罪で起訴されたジェフリー・エプスタインの仲間であるピーター・マンデルソン容疑者を駐米大使に任命したなど、いくつかの論争に巻き込まれたということで、まあ、こうした事件をきっかけにスターマーの人気が急落したわけです。で、緑の党の人たちは、そんなですね、スターマーさんにすっかり見切りをつけて、ダメだこいつはってシオニストだみたいなことを言い、まあ、スターマーさんはですね、いや、私は中道だからという、まあ、どっかで聞いたようなことを言ってですね、イスラエル支持などを続けたので、まあ、こういうことになってしまったわけですね。パレスチナ支持の人たちはみんな緑の党に投票しました。はい。なんか、多山の意思とすべきじゃないですかね、この結果を。だから左派は一塊にならないと負けるんだってばという、話なんですけどね。まあただイギリスはね、日本の自民党と違ってもう保守党が完全に嫌われてて崩壊しているので、保守党にも入れたくないという有権者は、まあそこまで右寄りじゃないけど、やむを得ず極右のですね、参政党みたいなリフォーム UK に入れてしまったというような、構図になってます。まあ参政党プラス維新みたいな感じなのかな。ということでですね、まあ、今のですね、ザック・ポランスキーさんという緑の党の党首さんはですね、マムダニさんにも似てて非常にカリスマ性があって素晴らしい人なんですけれども、本来だったらね、この人が首相になればイギリスは変わると思うんですが、残念ながらそういう結果にはなりませんでした。はい。イギリスもサッチャー以前は福祉国家として知られていたのにね、なんかすっかり壊れちゃいましたよね。うん。そう、移民をね、規制しようとしたんですよ、スターは。我々のイメージだとなんか移民を擁護してくれたように感じますけども、全然そんなことなくて、割と強硬な政策を取ったんですよね。まあ、それがね、左派の人たちの、まあ、ますます不況を買ったというですね。そう、中道リベラルが完全に崩壊し、左翼政党と極右が伸びたっていう、ことですね。はい。聞いておりますか、ローダさん。やはり中道と言わずにみんな左翼になるべきである。社会主義的な方向を強く打ち出した方が支持される。ということで、左に切りましょう。左にですね。はい。ということで、スターマーさんは方針転換できないんだったらやっぱ辞任した方がいいと思います。もうすっかりシオニストのイメージがついてしまったのし、まあエプスタインのお友達みたいな、こともね、実際本人が友達だったわけじゃないみたいなんですけど、言われ続けているので、もうイメージ回復はちょっと難しいんじゃないかと思います。ただヘイト注意なんですが、リフォーム UK の候補者たちはマジでひどいので、リフォーム UK が伸びたからといって、割とね、参政党よりはまともな人たちなんだかというと、そんなことは全くございません。はい。ナイジェリア人が多すぎる。奴ら全員を溶かして道路の穴埋めに使えばいいと SNS で発言した、リフォーム UK の市議会議員が当選。当選後発言が広がり、議員が停職処分になりました。はい。すごいな。すごいですね。まあ、さすがに、参政党でもここまでの差別発言をするやつはいないんじゃないかという気がするんですけど、本場はちょっと次元が違いましたね。はい。いやー、信じられない。小鹿のひろきよりもひどいんじゃないでしょうか。
まあ、だから、リフォーム UK ってこういう議員とか、なんか、最近、まあ、だから、議席がぐわーっと一気に増えたんで、まあ、参政党と同じでですね、もうおおよそ議員の資格がないような人たちが大量にいるわけですよ。で、そういう人たちが、もうとにかくリフォーム UK に入れまくった皆さんのおかげで当選しまくってしまったので、続々こういうのが出てくるんじゃないかと言われております。はい。っていうことですね。そうですね。極右プラスネオリベというパレオリバタニアリズムっていうんですかね。世界的に広まってますよね。今ネットありますやん。すごいな。当選即定職。まあちゃんと定職になるだけマシかもしれないですけどね。いや、さすがに許されねえだろってそう、なんか河合祐介みたいですよね。枝豆確定連合参考カラスです。ヘルジャパンで参政党が弱体化しているのは支持層が高い自民に流れているだけだから喜んでいる場合ではない。はい、そうですね。自民党が総崩れになれば、おそらく言うばるイギリスのようになると思います。はい。一応停職処分にはなったんですけどね。まあ、なんで当選した後に過去の発言とか見られるのに、でも停職処分がきちんと下されるのはっていう、っていうことですね。まあそしてですね、今コメントありがとうございます。いただきましたけれども、ロシアのアシストもおそらくあっただろうとは言われてます。ロシアがなんか調子に乗ってるのか、グダグダになっているのかよくわかりませんが、なんか日本に接近してきています。近寄らないでください。プーチン大統領の側近が日露政治対話再開、文化交流の重要性を強調しました。プーチン大統領の側近の一人が NHK とのインタビューでウクライナ侵攻を受けて悪化した日露の関係をめぐり政治対話の再開に向けて文化交流を続けることの重要性を強調しました。はい。まあなんかね、政治対話を続けようではないか、みたいな、ことを言い出しているそうです。で、先日報じられたのって知ってる方も多いと思うんですけど、経済産業省の職員がロシアに訪問し、商社などと同行する方針だそうです。はいや、何考えてんのと。プーチンが本気で停戦を検討し始めているのは事実です。理由はこれから説明しますが、それは事実なんだけども、まあ先日確かにスポットでね、少し原油入れましたけども、その下の根も乾かぬうちにですね、経済産業省はロシアに進出している日本企業を支援するため5月末にも職員を出張させ、ロシア側と意思疎通を図る方向で調整に入った。早速ここを回復する気だろって信じられないですね。なんだこいつらっていう。今までのは何だったんだよという。まあなんか経産省は慌ててですね、引き続き対ロ制裁を実施する構えであり、ロシアとの間で新たな教育を進める気ではありませんみたいなことを慌てて言い訳したんですけど、ちょっとコメントプラスが有料なので読めませんが、コメントにしてるですね、JX 通信の米重さんという方によると、これではですね、大本営発表みたいな習字に過ぎないと。議員の放浪を大使館がサポートしたとする別の報道に関しては特段否定したり事実関係を説明する動きはない。総合的に見て政権が欧州などと協調して制裁を続けることで力による一方的な現状支配を認めないという従来の方針からずれた動きをしている可能性があり、そのシグナルが各所から出ていると評価するしかないと、いうことでですね。まあ正直高市さんがいくらロシアを敵金になってると言っても彼女になった時点でこうなるのではないかと、まあウラジーミルね、僕は同じ未来を見ている的な、政府になってしまうのではないかというよく悪い予感はしてましたけど、なんか思ったより早かったなという感じですね。はい。そうですね。まあそもそもね、石原慎太郎とかを放置した我々がね、リフォーム UK を言えた理由ではないですけどね。石油不足の背には腹には変えられない事情の足元を見てきましたね。まあそれもあると思います。石油いるって経済制裁してたはずでは、なんでそっちに行っちゃうんだよ。所詮は地方議員の河合祐介より北村春夫の方がやばくないか。そうですね。まあ保守党も本当にやばいし、いや、どっちもやばいんだけど。ということでですね、だから参政党もそうだけど、だからロシア寄りの極右の人たちがますます活気づいちゃうんじゃないかという気がします。ロシアが早速日本のエネルギー不安を政治的に利用し始めました。ロシアに依存するのはヤクザに助けを求めるのと同じです。一度困った時はロシアに頼るという前例を作れば、次はエネルギー、領土問題、制裁、ウクライナ支援を絡めてこちらの弱みを握ってくるでしょう。ロシアは単なる資源国ではありません。ウクライナ侵略を続け、エネルギーを外交軍事の道具として使ってきた実績のある国であり、これで日本が前のめりになれば、欧州やウクライナからは日本は危機になればロシアに戻る国であるという判断がされるでしょうと。
いやー、ただでさえアメリカ寄りだと言われて嫌われているのにね、ロシアにも接近してるぞ日本はって思われるのは非常にまずいと思います。はい。なんですけど、ただですね、それはそれとして、プーチンは本気で停戦を考えているのではないかという情報は出てきています。なぜかというと、このグラフの通りなんですが、ロシアの損失の実数に関する全体的な推定値が明らかになりまして、これはいろんなデータからですね、客観的に、反ロシアの、人たちが一生懸命データを集めて、作ったグラフらしいんですけれども、2025年までの間に死亡した18歳から59歳のロシア人男性兵士の数35万2000人。35万2000人。いや、さすがになんか、笑ったりする気にはなれないですね。ひどすぎますよね。これで先日軍事パレードみたいなことやったんですけれども、全く人がいなくて、未亡人の方とかね、そういう人たちが悲しそうに歩くっていう光景が世界に、放映されちゃったんですよ。しかも習近平もドン引きしてこなかったというなのでですね、ロシアはもはや戦争を続ける能力がないのではないかと、疑われております。で、欧米側は、エコノミスト誌などがウクライナ戦争は転換点に到達と言って、ウクライナが、事実上勝利しそうであるという報道も出てます。ロシア軍失速の最大の理由としては、ウクライナ軍の反撃が凄まじいこと、ロシア国内インフラへのドローン攻撃が成功していること、ロシア側によるスターリンクの不正利用が停止されたこと、クレムリン自身による、国内でのテレグラムなどの締め付けが強化されたこと、戦略研究専門家の人たちは、どこかで一気に崩れ始めても私は驚かないと。軍事アナリストの人たちによれ、セス・ジョーンズ氏によれば、ロシアにとって状況が好転する姿を、展開するのは難しいということで、ウクライナが粘りに粘りまくって、一時ね、トランプと喧嘩したりして大変なことになってましたけれども、結局ですね、あんまり素直に喜んでいいのかという感じですが、侵略をある程度食い止める形で停戦するのではないかという、ちょっと希望が見えてきたというところですね。はい。タイムさん、6153、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ハケリエソイッチさんもコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。行動原理が国際法ではなく国の損得感情。いや、ほんとそうなんですよね。だからそれで動いちゃダメなんだってばってウラジービルと同じ方向を見ないでください。はい。いや、保守党はね、ほんとアイル差別もひどいんですけれども、結局国政にそれなりに今力持っちゃってますからね、非常に危険な政党だと思います。はい。当然停戦はすべきですがですね、素直になんか喜べないですよね。どれだけ犠牲を払ったのかっていう。だからプーチンはヒットラーは味方にとって死神だったなんていう、定型句が言われますけども、やっぱりプーチンは自分の味方にとって死神ですよね、これは。もちろんウクライナの人たちも何十万人も亡くなってますよ。それはそうですけれども、35万。ちょっと想像を絶する数字ですね。はい。そう、パレードがね、悲しくなるほどみすぼらしいものでした。はい。感情の置き方がわからなくなる。世界はまさに19世紀の第3次世界大戦のような感じになっちゃいましたね。トランプがロシアに亡命するのか、プーチンがアメリカに亡命するのか、いや、さすがにプーチンは亡命しないな。はい。そんな感じでですね、ロシアはだいぶ追い込まれているようなんですが、追い込まれてるのはトランプも同じです。さて、この状況で、一番結局得をしている国はどこでしょう？はい、中国ですね。はい。トランプ氏は台湾をめぐり中国と密約をするのではないかという、これ半ば飛ばしなので、話半分に聞くべきだとは思いますけれども、この状況でですね、明日明後日とかに習近平と喋らなきゃいけなくなっちゃったわけですよ。全てトランプが悪いんですけれども、要はですね、悪名高い桂タフト協定が再現されるのではないかと。桂タフト協定は日露戦争中の1905年に、当時の日本の桂太郎とウィリアム・タフトの間で結ばれた。日本が米国のフィリピン支配を認める代わり、米軍は、日本の朝鮮半島の支配を認めるという協定のことなんですけれども、日本の人たち、皆さんはね、知ってる方も多いと思いますが、要はこれを中国相手にやると。もちろん、支配権をめぐるのは台湾です。はい。やばいですね。本当にこれは。
だから高市さんの台湾発言からもう半年ぐらいしか経ってないのに、こんな展開になるとはさすがに私も思わなかった。さすがに台湾を守らなきゃいけないと思います。ただ国際社会がいくら圧力かけても中国が世界最強の国になってしまったので、いやー、厳しいは厳しいですね。もちろん戦争するわけにもいかないし、絶対こっち側が負けるので、はい。ただトランプがですね、もう中国と逃げたいっていう一心で、台湾はもういいよみたいなことを口走ってしまった瞬間ですね。全てが崩壊するので、いや、それだけはちょっとやめてほしいなとは思います。はい。そう、家宝は寝て待てを実践して勝っちゃいましたね、今回ね。ほとんど一人勝ちですからね。だからロシアにも必要以上に組みしないでパレードも行かないし、イランにもですね必要以上に協力はしなかったわけですよね。その判断が正解だったということですね。はい。いや、ネット右翼の人たちもね、どの責任取ってくるんですかね、これ、本当に。あなたたちがなんか適当に都合よく対話を利用してる間にこんなことになってんですけどっていう。台湾の人たちが作った台湾有事に関する台湾人インタビュー集が、ですね、左派で有名な松本はじめさんのとこに入手し、リサイクルショップに入ってるそうです。台湾人たちのいろんなリアルな意見があってすごく面白いです。台湾有事は日本有事なんてことを言うんだったら難民法を改正して大量の難民を受け入れる準備をすればいいじゃないですかという意見があって、私も全くその通りだと思うんですけど、日本の人たちは一切そういうこと言わないですよね。はい。いやでも真面目にどうするか考えるべきですよ。ここまで来てしまったらいきなりさすがに戦争を仕掛けてくることはないと信じたいですけれども、最悪の事態も考えてですね、台湾の人たちがこっちに渡航しやすくするようにするとか、何かしらのサポートは必要じゃないかと思います。いやほんとね、トランプ中国に行かないでほしい。本当に行かないでほしい。これで日本共産党非国民だと書いた人はどのような情報を疑めているのか。相葉さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。いやでも本当中国のね、地方というか権謀術出が今回勝っちゃった感じですよね。いややりきれないな。はい。一番得してますからね、何もしてないのに。多くの日本人は習近平がトランプに頭を下げて中国に来ていただくと思っているが、実際は習近平がトランプにイランと戦争するなら来るなと、3月に突き放したということを鳩山幸夫さんが指摘してるんですけど、ここはさすがに鳩山さんが正しいですね。トランプは何が何でもイランとの戦争を終わらせて報酬を実現しようと必死になっている。トランプにとってはそれほど中国は今重要だと。多分そう思ってるだろうなと。これはあくまで憶測ですけどね。鳩山さんは親中なので、はい、あくまでも憶測ですけど、その可能性は高いなと思うので、日本は本気で身の振り方を考えないと危ういと思います。ギャムルニキさんお久しぶりです。コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いや、台湾有事っていうならね、台湾の人たちから亡命するとかそういう話もね、ちゃんと考えろよって話なんですよね。はい。日本語ができる台湾人が来たらコンプレックスが爆発するんじゃないか。知らないですよ、もう。みんな、蓮舫さんみたいな感じの人がみんないっぱい来ればいいんですよ。本当に。本当に。だよね、あの人たちはね、蓮舫さんだって嫌いじゃないですか。だからダブルスタンダードなんですよね。私は蓮舫さん好きなので、全然台湾の人たちを総合的には支持してるんですけど、もちろん台湾の人たちだって左から右までいろんな意見の人いますからね。あれなんですけどね。はい。ということで、最後にちょっとイスラエルとパレスチナの状況について触れて終わりにします。イギリスアムネスティ・インターナショナル BBC が放送を拒否したドキュメンタリーガザ攻撃される医師たちが昨夜、イギリス映画テレビ芸術アカデミーバフタ賞を受賞しました。前、ですね、ハリー・ポッターの某俳優さんも受賞していた賞ですね。JK ローリングへのディスをしたことで有名です。このドキュメンタリーはガザにおける医療従事者に対するイスラエル当局による標的か拘束拷問を描いている。ガザでの医療体制の壊滅、そして医療従事者の拘束はイスラエルによる現在進行形のガザでのジェノサイドの中心的要素だ。アムネスティは先週、この映画に対しアムネスティメディア賞を授与した。このドキュメンタリーの制作と
その放送実現のために戦った全ての人々の仕事は権力に対して真実を語ろうとするジャーナリストたちの重要性を示しているということで、非常にめでたいことだと思いますが、BBC はですね、シオニストスターマー政権下、これを放送拒否したんですよね。政治的中立性に欠けるとかなんとか言って。なので、メンツが丸つぶれになってしまったと思います。BBC が放送しなかったドキュメンタリー作品が賞を取り、関係者は受賞スピーチで BBC を批判しました。BBC は同社が放送を見送ったガザ地区に対するドキュメンタリーが英国アカデミー賞を受賞してしまったため、自社の経営陣に対する批判を放送せざるを得なくなりましたって。罰ゲームみたいですけれども、BBC もね、本当もうちょっとしっかりしてくださいよって、日本に対する報道はあんなに鋭いのに、なんか NHK とこういうとこも似てますよね。はい。炎鵬氏って台湾出身なのにネットウヨはなぜあそこまで中国出身にしたいのか、いやほんと謎ですよね。左派の台湾人の人はみんな中国系っていうことにしたいんだろうか。っていうか蓮舫さんは別に左派でもないんですけどね。どちらかというと保守派です。歌舞伎町界隈が戦後発展したのは台湾人の人たちのおかげですし、外国人にもずっと助けられているのに、そうした歴史を自覚できない日本人が自己中心的です。いや、本当ですよね。自己中にも程がある。はい。全然ね、口先だけで台湾の人に感謝してないですからね。はい。プチブルの蓮舫さんが共産主義者のわけがない。それはそうですね。はい。というか、どっちかというとリベラル保守ですから。はい。ということでですね。だからね、ピストルズのメンバーもなんか右翼みたいになっちゃったみたいですし、本当BBC はちょっと方針を少し変えた方がよろしいんではないかと思いますよ。もちろんね、日本はね、BBC を笑う資格ないですよ。NHK がざまですからね。はい。そうなんですよね。ただ、内向きな平和主義そのものなのはね、日本もイギリスもちょっと共通してるのかもしれないですね。今の世界情勢に対する政権が間の悪いことこの上ないですね。はい。はい。そして最後に、こちらは割と頑張っているイギリスのガーディアンなんですが、ネタニヤフとトランプの同盟関係がもう壊れているのではないかという論評が出てます。それは壊れてるだろうね。はい。ネタニヤフ首相は今週、イラン戦争をめぐる異例の長い沈黙をビデオ解説で中断し、トランプ氏とほぼ毎日話し合った完全な調整を行ったと主張し、今後ね、アメリカの軍事支援はいらないみたいなことまで言い出しているらしいんですが、もうだいぶやけくそになってるんじゃないかと言われております。ネタニヤフの目論みはですね、トランプさんの間抜けさのおかげで完全に失敗したわけですよね。イランを崩壊させ、自分がですね、覇権を握るっていうことを、長年、考えて、それで選挙にも勝とうというふうにしているわけですけれども、おそらくこのままいけば10月には彼は首相でなくなり、逮捕されるのではないかという、評判になっております。それはね、トランプにとっては悪夢のような展開なので、トランプは4月になってからイスラエルを露骨に批判するようになってて、レバノンを空爆しないでくれとか、俺の言うことを聞けみたいなことをトゥルースソーシャルでずっと言ってるんですけれども、ネタニヤフは当然トランプの言うことなんか聞かないので、はい。彼らの友情はですね、打ち砕かれたのではないかというふうに思いますし、さっさと辞任してほしいと思います。はい。っていうか、辞任してどっかに国外に逃げないと、この2人とも多分捕まるから、いや、トランプはまだ逮捕はされないと思うけど、ネタニヤフはさっさと辞任してどっかに逃げた方がいいんじゃないですか？アルゼンチンとかに。アルゼンチンに逃げた人たちいましたよね、第二次世界大戦で。だからね、アルゼンチンはシオニスト政権ですからね、かばってくれるんじゃないでしょうか。はい。ということで、ネタニヤフ氏がアルゼンチンに逃亡することを期待したいと思います。はい。ということで、世界情勢とアメリカについてでした。ということで、皆さんコメントありがとうございます。島国だからいざとなれば引きこもれる立地。そうですね。イギリスと日本はやっぱそこが似てますよね。内向きなんですよね。はい。ジョニー・ロットンさん、これでもトランプ支持してんですかね。どうなんだろう。最近のコメント見てないですけどね。ピストルズの人ですよね。ゴゴブリンさん、コンカラスです。最近のネタニヤフのインタビューは随分老けたように感じますということで、精神的なものも影響してるかもしれないですね。見た目で判断してはいけないけど。いやでもイスラエルのジェノサイドは結局ネタニヤフがいなくなっても止まらないですからね。なんとかしないと本当に。
政権交代だけではおそらく解決しないというのは、以前も言ったんですけれども、他もね、凶悪なシオニストのやつらは全然元気なので、はい。ネタニヤフ一人が排除されてもおそらく変わらないというのは事実ですね。はい。欧米の忠実の手下が部下の暴走で歯止め効かないのは笑えませんね。はい。いや、日本に来たらさすがに逮捕しなきゃダメでしょ。ICC の茜さんを裏切りたくないですね。はい。ネタニヤフもトランプも逮捕されなければいけないと思います。いや、それは本当にされなきゃいけないと思うんですけどね。はい。戦争犯罪者は法の裁きを受けなければいけません。いやー、本当にね、結局向いてもね、シオニストが出てくるのであれば、あんまり意味がないなというところではあるんですけど、それはそれとして、ネタニヤフに証言されるのは絶対必要だと思うので、はい、逮捕されてください。お願いします。はい、ということで、世界と、トランプについてでした。ちょっとですね、気温の関係があったりして、ちょっと途中詰まっちゃったりして申し訳ありません。ちょっと水飲みながらやっていきます。お水飲ませてください。はい、失礼しました。イスラエルの野党はちゃんと成果を上げていないという理由でネタニヤフを叩いている。はい、その通りですね。ね、リベラル系の野党までそんな感じですからね、もうほんとシオニストってもうどうしようもない。もちろんイスラエルの人たちがみんなそうだというわけではありませんよ。みんなそうだというわけではないし、それを言ったら言い過ぎですけれども、いやー、勘弁してくださいよって思いますよね。なんでジェノサイド政権を続けないでください。はい。お水ありがとうございます。ネタニヤフが逮捕されたら即刻ベングビルも逮捕していただきたい。いや、ベングビルは絶対逮捕すべきですよね。はい。極右の人ですね。はい。お水飲んでスタンプが欲しい。作成しますか。はい。ということで、いよいよですね、皆さん、なんか自分が陰謀論者になったように感じませんか？はい、ということで日本の、石油危機の話をしたいと思います。ちょっと音声出しますのでご注意ください。農水省は中東情勢を受け、大手菓子メーカーのカルビーが主力商品のパッケージを白黒の2色に変更する方針について担当者からヒアリングを行いました。関係者によりますと、カルビーは印刷インクなどの原材料の調達が不安定な状況になっているとして、ポテトチップスの薄塩味やかっぱえびせんなど14の商品のパッケージを順次白黒の2色に変更する方針です。佐藤官房副長官は今朝、印刷用インクの供給に問題はないとの認識を示しました。印刷用インクあるいはナフサについて、現時点では直ちに供給上の問題が生じるとの報告は受けておらず、日本全体として必要な量は確保されていると認識しています。農水省はカルビーからヒアリングし、実態を把握したい考えです。はい、一瞬私も石化しましたが衝撃的なニュースが届きましたね。カルビーが天下のカルビーがですね、なんと主力商品のパッケージを白黒の2色に本気で変更するそうです。最初ね、見たとき本当嘘ニュースじゃないかっていう、インパクトがあったんですけども、ポテトチップスの薄塩味やかっぱえびせんなど、超有名なね、お菓子のですね、パッケージが全部白黒のものに25日から変更される予定だそうです。そして、政府は、カルビーに対しヒアリングをすると。ヒアリングをするって何なんですかね。で、ヒアリングをしつつ、直ちに供給不足とは思っていないみたいなことを佐藤氏は言ってるんですけど、何を言っているんですかね。ナフサが足りてないから白黒になってるんですよね。ナフサが足りないから白黒になっているのに、直ちに減っていないってどういうことなんでしょうか。はい。
まあこれはあくまで憶測ですけれども、憶測であることを限定に言いますが、白黒改変をこれでカルビーが撤回した場合、政府による企業による干渉や圧力があったことが推定されてしまいます。白黒改変の撤回が行われなかった場合、ナフサ等が不足していることが事実上証明されます。はい。だからこれ政府は藪をつついたのではないかということも言う感じですよね。終わったでしょ。だから今まで何とかしてね、目詰まりみたいなわけのわからんことを言って、ナフサの致命的な不足は発生してないみたいなことを言ったわけですけど、でも天下のカルビーがこんなものを発表してしまったものですから、印刷用インクが本当に危機的な状況にあるっていうことはですね、もう明らかになってしまったわけですよね。もう何を言っても無駄だと思いますけど。まあこのインパクトの前には全てが、否定されていると思います。タヌコクさん、マサイさんコンカラスです。コネネチワンダフルです。来ていただいてありがとうございます。シンズさんコンカラスです。ヒアリングという名の、高市さんに恥かかすなという恫喝ではないかという。まあみんなそう思ってますよね。はい。芋のキャラクターは解雇されてしまったそうです。かわいそうに。まあ印刷代がかかるからでしょうね。圧政やめろ。圧力かけようとしてる。政府が何と言おうと足りてないわ。何の予防性なのか。直ちにというか備えるぐらい好きにしたれや。ですね。こういうの企業判断と当然の企業判断ですよね。だってお金足りない、お金っていうか原材料足りないんだから、お前の認識は知らんから事実を示しなさいと。トゥルーマザーに弓引く企業なのか、事実聴取か、スーパーマーケットの今の佇まいは崩壊前の平穏って感じですね。カルビーのような大企業ですら安定供給できないということですからね。ドラさんコンカラスです。伊藤ハムも白黒パッケージを検討中。へえ、どんどんやればいいと思いますね。はい。だってしょうがないでしょ。原材料足りないんだから。天下のカルビーの主力商品だからできることだとも言えます。中小企業の知名度のない商品ではこんなことはできない。まあそりゃそうでしょうね。はい。まあカルビーは力を正しく使っているとは思います。アメウチさんコンカラスです。カルビーの件は経団連から要請されたのかと思いました。医療備品を優先するためにと。いや、そこまで考えてるなら本当に偉いですよね。はい。ちょっと見直しますよ。経団連を。カルビーポテチ、昨年秋頃から国産、外国産のブランドにしていて危機管理しっかりしています。ああ、なるほどね。そこまでしていたんですよね。まあ、企業の合理的判断ですよね。まあ、上の無能をね、下の人たちのなんか知恵で何とかするというのは大日本帝国の伝統であるわけなんですけれどもいや、伝統通りね、ナフサ危機を何とか回避しようとしてるだけなんだから、褒めてあげなよっていう感じですよね。はい。ナフサは足りてるが、カルビはコスト軽減のためにやってるみたいな路線にされてそうですね。はい。いや、ほんと今から節約しないと取り返しつかなくなりますよ。まあ、ナフサが足りないから、日の丸もね、黒丸で今後良くなるとは思うんですが、はい。ということで、これは国旗損壊罪には当たらないということですね。で、まあ、他の企業さんもやっぱり便乗してというかですね、次々と、今先ほど、ですね、伊藤ハムさんが検討中だということでコメントいただきましたけども、ありがとうございます。日清製粉さんはすでに決定したそうです。パスタを束ねるテープを無地に変更する予定と。パスタや冷凍食品を扱う、日清製粉の、ウェルナは主力製品のママスパゲティを1食分束ねるテープを無地のものに切り替えます。テープには赤字で2分などと茹で時間を示していましたが、包材会社からの印刷インクの調達が不安定になっているため、まあ、このですね、日清さんに関しては、もう2分とか全部模様を取り去ってですね、シンプルなデザインにしてしまうということで、無地の結束テープにするそうです。はい。いやー。そりゃまあそうなるよね。はい。だから工夫が足らるから工夫するなみたいなこと言い出すのやめてほしいですね。それぞれみんな工夫してるんですよ、必死で。はい。白いカラスの話を地でいく中市。今の日本においてこの状況を打破しそうな人がいない。いや、ほんと政府は褒めるべきですよね、これを。プラカードで白黒芸流行りそうですね。まあそもそもこの結束さえなくなるかもしれないですね。必ずしも必要なものではないので。そして、ナフサ不足で歯科医院が、数週間で休業の可能性も、医療用手袋5割、8割超が入荷時期見て、国に流通の目詰まり解消などを訴えると、まあ国はね、流通が目詰まりしているという主張しているので、じゃあ目詰まりを解消してください。この屏風の虎を出してくれませんかということを、医療機器の皆さんは言ってますけれども、無理ですね。はい。入荷時期未定と答えた歯科医院が 84.3%、29.5% が在庫が枯渇していると回答して
していることが分かりました。そりゃそうでしょうね。はい。まあ、ただでさえ医療用手袋はね、すでに足りてないので、まあ、透析とかね、絶対に必要なものとはちょっと違って、まあ、なんかね、他のなんかですね、消毒を手を消毒しまくって代用すればいいんだみたいな、話もすでに出てたわけなんで、だからアルコール消毒だけで済ませてる人たちもいるんじゃないかと思われます。グローブエプロンがどのサイトも販売未定のところが多く、今はまだ足りているが、この状況がいつまで続くのか分かりません。コスト増に伴うキャッシュフローの悪化が心配ですと。で、政府は4億9000万枚のうち5000万枚を放出しましたが、焼け石に水だったというような感じですね。はい。そりゃそうだろう。あ、椿さん、ここからステース。目詰まりしたら政府に行ってねってずっと言ってますけど、政府に行って目詰まりが解消したニュースが一回も見ない。一応は経産省の名誉のために言っておくと、1000件ぐらい相談があったうちの150件ぐらいは解決してるそうです。まあ、10分の1ぐらいっていうことですかね。はい。キャミさんおやすみなさい。ゆっくりお休みになられてください。でもなんかね、経団連の意見がやっぱり高市政権通らないんでしょうね、この感じは。ほんと、立憲があれだけ言ってるのに聞かないですからね。人類は未体験ゾーンにそろそろ入りつつあります。豚口が多すぎるわ。なんかもう政府の言うことと違うこと言うと陰謀論者扱い。いや、もうそういう感じになりかけてますよね。はい。かかりつけ歯科医から6月頃聞けって言われてるけど、診察できる状態なんでしょうか。来月に歯医者さん予約しているけど、どうなるか分かりませんね。いや、未体験ゾーンはほんとホラーだけにしてほしいですね。はい。そしてですね、まあ、ただこういう危機をですね、皆さん、マスコミの皆さんがきちんと報道してくれれば、我々だって陰謀論者呼ばわりされないじゃないですか。はい。TBS のですね、ゴールデンウィーク中の報道なんですけど、10日か。ちょっと目を疑いましたね。プラゴミが原油に日本の民間企業が挑む都市油田で原油代替、廃棄物は未利用資源独自技術でホルムズ海峡をチャンスにゴールデンウィーク資源外交高市総理奔走の中、天下のサンデーモーニングなんですよ、これ。さすがに3文字なんで、全部がこんな内容じゃなかったですよ。一応それは名誉のために言っておきますけど、ちょっと絶望しましたね。サンデーモーニングでやる内容なのこれっていう。まあ別に怪しげな民間療法みたいなことを言っているわけではなく、ちゃんとそのプラスチックから、油を生成する、マシンを紹介してらっしゃるんですけれども、だから水石油じゃないんだからさ、こんなんじゃ割り合わないの分かってるよねって、ペットボトル1杯分も取れないんですよ。1リットルぐらい、まあプラスチックゴミを生成して、まあちょっと取れるよみたいなですね。油がだからそんなこと言ってる場合じゃないでしょって。で、前半は全部高市さんの外交の話とかしてるんですよね。ひどいなと思いました。まあ天下の TBS サンデーモーニングでこの調子なので、まあ他は押して知るべしという感じですね。それはなんか我々が陰謀論者みたいになるよなっていうはい。強い。日本全体がインパール作戦。これはアジア太平洋期の戦争でも同じようなことがあったような気がする。資源外交はで、単価はコストどれぐらいかかるんですか？チャンスにマジか。お前らがリサイクルされろ。今更そういうことを報道されても困ります。4月から供給自治体がプラスチックゴミ回収を始めたのですが、コスト的には燃やす方がいいような気がします。資源外交で高市総理が奔走しましたか？高市さんがやってることを外交と呼びたくないんですけど。いや、本当にね。一応、独自技術といっても、まあ、このような機械でして、まあ、こんな3時間でですね、プラスチックゴミをたっぷり、入れて300度に加熱すると約3時間でこんな感じで油が取れるんですよ。はい。だから何ってこれでナフサ不足を解消できるのってまあ、いや、見事に燃えるでしょうみたいなこと言ってるんですけど、なんか本当に水石油の逸話だなって、まあ戦前の日本でね、水から石油を作るみたいな詐欺師に騙された逸話があるんですけど、この人はもちろん、本当の技術者なので、ちゃんとした機械をね、作ってらっしゃるわけですけど、そこは侮辱しちゃいけないところですけれども、なんでこのタイミングでこれ報道したっていう感じですよね。はい。そう。
水石油のね、軍首脳が騙されたエピソードを思い出しちゃいますよね。肥料にする技術が足りません。日本のナフサ不足は設備の古さが原因でもあります。そうですね。日本の設備では、中東の原油に合わせちゃってるので、原油からナフサが取れる量がそもそも少ないんですよ。だから、まあ、これだけ困ってるというところですよね。はい。まるで成長していない。300度の熱を起こすにも原料が必要なんでしょう。松ヤニのガソリンみたいな、ないよりは良いみたいな考え方ですねっていう。そうですね。松ヤニから油を取りましょうみたいなことも宣伝に言われたんですよね。はい。いや、この技術者の方はちゃんと真面目に研究してる方なんで、まあ申し訳ないんだけど、という感じですね。まあ同じ TBS でもやっぱり報道特集は全然作ってる人が違うんだろうなというのが、先週の報道を見た方もいらっしゃると思うんですが、やばい。すいません。フォトがなんか表示できないな。すいません。ちょっとね、小さくて見づらいと思うんですけど、石油は足りていると言いますが、実際は輸入品も集めて企業努力でかき集めているという感じです。すいません、ちょっと拡大できないんですが、周りの業者の状況を見ても、目詰まり解消にはクエスチョンマークが残っています。トルエンは普段余って輸出しているくらいですが、4月は急遽韓国から輸入しました。トルエンキシレンは主に中国からこっそり輸入していますが、危険物のため、いくつもの書類や手続きが必要で簡単ではございませんというですね。なんとですね、中国から輸入している、出せた、不届き者がいるということをですね、報道特集、まあ、匿名の人なんですけど、報じたんですよ。いやー、そりゃね、まあ、民間の努力でなんとか間に合ってますっていう、感じではあるんでしょうね。今のところですけどね。いやー。まあ、そりゃね、習近平さんが高笑いするわなという話ですよね。だからこれだけ中国がみたいなこと言ってて、結局中国からね、民間の方は困ってこっそり輸入しているわけですね。はい。ですね。技術自体はちゃんとしててもとてもじゃないですが、そうですね、足りないですね。はい。反日認定されそう。日本終わってると言ったら日本終わらせたがってるって言われちゃったことがありました。でもそういう問題じゃないんだよな。別に私だって日本終わらせたいわけじゃないですよ。不安をあぶる反日番組なのだって。F さんおやすみなさい。おやすみなさい。もう資源をかき集めるのに奔走されている方に頭が上がらないですね。そうですね。だからこの人たちは決して、だから中国を喜ばせるためにこのようなことをしているのではありません。日本国内にないから、韓国とか中国からトルエンやキシレンを輸入してるんです。はい。しょうがないじゃないですか。だから何とかして、このね、石油不足の状況に対応しようと努力されているわけですよね。はい。でもこれだけのことになってるのになんで危機感がない人がこんなに多いのかっていうと、こういう番組のせいだと思うんですけど。だからこんなね、少量の石油作れても意味ないんだってばっていう話ですね。はい。でもレアアースもナフサ由来の石油化学製品が枯渇してて原発とかの部品とか、いや絶対足りないと思いますよ。だから原発なんて言ってる場合じゃないと思うんですけどね。はい。原発を稼働すればね、電力はなんとかなるみたいなことを相変わらず言ってる人たちもいますが、いい加減にしてくれと思います。はい。そしてダイヤモンドオンラインがちょっと煽るようなね、反日的な記事を出しているんですけど、ナフサショックで今回にも倒産急増化46,741社を襲う調達危機の深刻度ということで、これちょっと確かにタイトルが煽りすぎな気はします。内容としては読みませんが、小規模のですね、ナフサ関連製造業が46,741社ありまして、昨年からですね、インフレーションで結構痛い、状態にあるんですよ。苦しい状態にあるんですよ。なので、もしこれ以上インフレが進み、原油不足でですね、今、売価がとんでもないことになってるわけじゃないですか。だから、これ以上業績が悪化すると、バタバタと次々倒れていく可能性があるよというような内容になっております。興味ある人はぜひ全文読んでみてください。ただすでにですね、柏井産業など割と、大きめのメーカーさんが、閉業するなど、そういった影響も出ているというところなので、だから本当にね、こういう人たちに補助金出さないとまずいんじゃないかという気がするんですけどね。だから日本のこういうね、ものづくり企業が次々と倒産するというのは大変な事態なわけですよね。はい。企業努力でかき集めている皆さんが、公平兵から攻撃されないことを祈るロビですね。足らるは工夫が足らる。そうそう足りとるって。
そもそも勝手に輸出相手としてまで敵認定してるのは日本の方ですからね。はい。有権者が甘い夢に惑り続けるために現場の人たちは資源を集めたりしてるわけではないんですよ。愛国的知人が SNS で松ヤニを取り上げてました。本気で使う気でいるのかな。レアアースは話題にならないから問題解決したらしいってしてません。ナフサ枯渇からの建材不足について何も知らんド素人がトイレットペーパーやマスクと同じようなことを言ってますが、そもそも建材の買い占めなんていうことはできません。だいぶ前から建設現場は工務店は工事進行に合わせオンタイムで建材は現場に直のデリバリーを使っており、資材倉庫なんて持ってません。建材商社もメーカーとの流通の決済のつなぎ役でしかなく、リアルで建材の大量備蓄などしてません。そもそもそんなスペースはありません。農業資材も同様です。つまり原材料が不足してるから建材がないんです。手元に少し余計に部品や接着剤や養生剤を買うことはあっても建材不足情報で買いだめするプロなどいない。原油由来の原料がなくなっているから製品がないのですと。建築エコノミストの森山さんがついに怒ってかなり怒り気味の、コメントを出されたわけですが、当たり前ですけど、こういうことですよね。さらにちょっと少し補足を加えますと、確かに報道特集でも言われているように、大手中堅のメーカーが出し渋りをしているということは事実としてあるようです。なぜかというと、彼らも自分の企業を守らなきゃいけないわけじゃないですか。だからボンボか零細中小のね、下請けさんに材料を提供していたら自分たちがぶっ倒れるかもしれないわけですよね。そんなリスクを冒せる人いないでしょう。だからみんな自己防衛に走ってしまうから、そうなると、毛細血管上に広がっているですね、下請け企業さんとか零細企業さんが、最初に大ダメージを受けて、結局倒産とかですね、閉業に追い込まれるという事態がこれから起こるのではないかという今状況にあるわけですね。なのでダイヤモンドオンラインも、報道特集も森山さんも結局は同じことを言ってらっしゃると思います。だから特にね、一人親方の方とか、中小零細企業の方ほど在庫を一切持たないで、路地で回してるので、はい、一旦なくなると、供給がなくなるとこうなるっていう、当たり前の話なんですけれどね。はい。もちろんね、中抜きというか、ですね、上の元請けからの搾取みたいなのは資本主義社会なのであると思いますけれども、それとこれとはちょっと違う問題かなと思います。目上の能力を疑うだと失礼とする無責任の体系ですね。なるほど。そうですね。日本は戦前からそんなところありますからね。詰まるところは政府への不信感から起きてます。そうですね。なぜ中小大企業さんがそういう行動に出るかというと、日本政府を信用できないからです。はい。当然ですね。そりゃそうでしょ。カルビーもああいう行動に出てるのはつまりそういうことですよね。お前らの情報は信用できないと。我々は自己防衛をするんだと。言ってるからですね。目詰まり解消なんてできるわけがありません。はい。で、農業の方々も、ですね、悲鳴を上げております。農業用資材の一部不足をついに JA が認めました。はい。全国農業協同中央組合 JA 全中の、会長が12日の定例記者会見にて、石油を原料とするビニールハウスなど農業用資材の流通について一部の生産者や JA で必要量を確保できない事例があると明らかにしたと。だから農業界で言えば JA が一番大きいわけじゃないですか。その JA が中東情勢の混乱が続きナフサ不足が長期化した場合、資材価格のさらなる高騰により、農業の供給がですね不安定化するとはっきり言ったわけですよ。だから本当はこれ政府が出さなきゃならないメッセージですよね。はい。で合わせてですね、25年度のエンゲル係数が45年ぶりに高水準になったことが判明しました。エンゲル係数は 28.8% となり、1980年以来45年ぶりの高水準ということで、いかに我々の食料が値上がりしてるかわかると思うんですけど、これもですね、別に JA さんが利益を貪っているからではなく、日本のですね、農業政策がことごとく失敗してるからなんですね。家畜の餌用の米不足で増産を農林水産省が呼びかけ、
今年生産される家畜の餌用の米が最大で16万トン程度足りなくなる見込みだとして、農林水産省は生産者に対して主食用の米からの切り替えを呼びかけています。はい、もうすでに忘れた方もいらっしゃるかもしれませんが、石破茂政権下ではですね、なんとかして減反政策をやめて、米をですね、増やそうと、そこはね、割と石破さん頑張っていたと思うんですけれども、高市政権になった途端にですね、また、ですね。結局、備蓄を崩すみたいなことをやったりですとか、それは以前からやってたんだけど、自民党やってたんですけれども、で、その後に、結局ですね、価格高騰を受けて生産者が主食用の米に大きくシフトし、去年は3分の1以下の25万トンに急減したと。で、動物の餌としての活用が定着した畜産農家のニーズを十分満たせなくなる事態に陥っていると。だからこれもだから去年からそうなるでしょってずっと言われてたことであるのに、最悪のタイミングで顕在化しましたよね。はい。だからことごとくやることが全部裏目に出てるんですよね。はい。JA まで反日かってもう JA が反日ってどういう世界なんだって感じですけど、一部の人、自民党の、なんとか進次郎さんとかはね、そのようなことも一時言ってましたからね、中小零細企業が倒れれば大企業の足元だって危ういはずなのにっていうね、いや、ほんとそうなんですよね。だからもちろん JA に全く問題がないとは私も思いませんけれども、そういう話じゃないですよね。エンゲル係数を基準として認めない首相いたら、から始まるやつ。農政ですからね。ちょっと前まで減産言ってなかったか。食料の値上げはほんとやばいですね。その首相のせいで SNS にもエンゲル係数にケチつけるやつがいるのか。食料のレジャー化、私も最近米を食べなくなりました。福祉の現場も衛生手袋が少なくなったらかなり大変になりますというですね。はい。こうなることは予測がついていたはずですが、結局堂々巡りですね。このタイミングで言うというのも行き当たり感がすごいです。中長期的なビジョンがあまりにもないんじゃないでしょうかというですね。石川香織さん、こういうこと詳しいのでですね、落選してしまったのは大変残念ですが、はい。北海道の人以外生き残れるんですかね。どうなんですかってちょっと思いますけどね。はい。燃料費も他にもですね、ホルムズ危機で、燃料費月50万円増、夏野菜が収穫できないという、農家さんのコメントが日経ビジネスに出ています4月の記事ですが、ホルムズ海峡閉鎖の長期化に伴う原油高騰が日本の農業を直撃している。ビニール資材の不足で作付けが見通せない野菜農家が出始めている。台湾有事も見据えた食料安全保障の再検討が不可欠だと。台湾有事のこと別に言わなくてもいいだろうって感じはしますが、ですね、そもそも重油もなけりゃビニールもないので、それはね、ビニールハウスで農家やってる人たちにとっては致命的ですよね。だからビニールハウスを温めることができないんですよ。ビニールハウスを温めることできなかったら夏野菜をどうやって育てるんだと。当たり前の話なんですけれども、これも4月からずっと言われているのに、ですね、ずっと無視し続けてきたら、どんどん食料の値段が上がっていくという事態に陥ってるわけですね。はい。エンゲル係数すら認めないとは自民党離れ進むから、いや、少し離れてほしいですね、本当に。値上げせざるを得なかったとはいえ、まだ低価価格で野菜を食べられるのは農家さんの尽力だと思います。高市政権に対しては怒りしかありません。いや、ほんと台風来たら終わりますからね。はい。ちなみに世界的にですね、エルニーニョが今年かおそらく来年発生すると言われております。はい。という状況なので、これなんか NHK 最近ね、NHK 関連動画を消しまくってるらしいので動画流せませんが、日曜討論でですね、野村総研という、ザ・ネオリベみたいなところのですね、エコノミストの木内さんという方が、原油の輸入が従来の6割くらいだとすると、残りの4割を原油の備蓄の放出で埋めていると、これは健全な状態とは言えません。いずれなくなってしまいます。政府はこの時点で緩やかな形で節約を呼びかけるというのは必要で、これをしないとより厳しい事態が将来待っていますと。はい。勇気あるコメントだと思います。ごめん、また間違えた。はい。ちょっとですね、なんか SNS の調子が悪くてパッと出てこないんですが、ですね、野村総研
圏の人の、コメントは正しいと思います。はい。ね、というか当たり前のことしか言ってないんですけれども、ですね。今、備蓄を崩してるだけなんですよ。だから国家備蓄をこうやって崩してるだけなわけですから、で、民間の備蓄とか産油国の共同備蓄なんて日本が自由に使えるかどうかもわかんないわけでしょ。しかも、産油国共同備蓄に至ってはもう1日分しかない。だから国家備蓄については残り122日分なんですよ。5月5日の時点でですよ。はい。全くこれ安心できる状況じゃないですよね。一刻も早く節約しないと。っていうか、できるだけ備蓄を使わないっていう風に方針変更しないと危ういと思います。はい。なんでこういうこと言うとなんか陰謀論者みたいに見られるんでしょうね。日曜討論で野村総研の人が言ってるんだけどなっていう。感じですね。そうですね。北海道の学校はプールにもビニール使ってますからね。それも使えなくなっちゃうのかな。JA は昔というか、もともと自民党とね、つながりが深い組織なので、ただ最近あまりにも自民党がひどいので、JA もだいぶね、呆れてきてるとは思います。高市は経団連や JA や野村総研よりもネット力の方が大事なんでしょうか。というか自分の支持者の方しか見てないですよね。はい。政府や権力者の言うことは正しいってだから本当ね、高市さんが国難なんですよ。それは後でもう一回言いますけど、そして衝撃的なグラフが海外から発表されました。世界は過去にない速度で原油在庫を取り崩しています。10億バレル超の供給喪失による衝撃を和らげる政府や産業界の選択肢は限られています。市場は供給危機の現実を過小評価し、原油の名目価格を見る一方、実際の数量不足を軽視しています。在庫が尽きた時、価格高騰と景気悪化が一気に現実味を帯びる可能性がありますと。これJP モルガンとかが作ったグラフらしいんですけれども、ちょっと衝撃的ですね。2026年の半ばを今5月なわけじゃないですか。5月以降はですね、このままイランによる海峡封鎖が続けば、レッドラインと言われるですね、レベルまで、原油の供給度が下がってしまい、そうなると生産の停止ですとかね、工場はずっと動かさないと起動できなくなってしまうので、原油生成の停止などが次々といろんなところで、9月ぐらいにはですね、起きてしまうのではないかという懸念が語られています。早期に原油の供給が確実に回復するなら備蓄の取り崩しは妥当な政策だ。しかしいつどのような形で中東情勢の緊迫が緩和するのか不透明な上、和平が実現しても紛争前の水準にまで戻らない。原油や天然ガスの生産が戻るまでには時間がかかる。節約に努め最悪の事態に備えるため備蓄をなるべく温存する政策判断が必要であると。さっき言いましたけど、サウジアラムコの人は2027年までで戻りませんよというふうに、もうおっしゃってるわけでだからこの状況で備蓄取り崩すってどういう意味かっていう話ですよね。しかも200日しかないもんだから、来年まで持たないですよ。このペースだと。はい。なんじゃこの下がり幅っていうねいや、ちょっとびっくりしますよね。はい。高市はあえてのインフレを起こすつもりだって言われてますけど、そんな穏やかな状況にはならないですね。はい、もうなんか自分がどうすればいいのか分かんなくなっちゃってんじゃないですかね。不安を煽るなって目座りだ目座りやっぱりそうですよね。備蓄があるから心配するなって心配になりますわってはい。これだから JP モルガンとかが予想してる地ですからね。要はどれぐらい石油の供給がですね、今後どうなっていくかみたいな、話なわけですけれども、ですね、このレッドラインに近いところまで下がると、普通にね、工場とか動かせない状態に陥る可能性があるというグラフになってます。でそれを受けてですね、日本の長期金利がまた上昇しました。一時29年ぶりに 2.545%、12日の国内債券市場で長期金利の指標となる新発10年もの国債の利回りが一時 2.545% に上昇しました。1997年6月以来およそ29年ぶりの高さになっています。円安と言われているので、なんか国債が上がっているといいことのように見えるかもしれないですけど、これはよくありません。はい。日本の信用が下がっているから国債の値段が上がっているんです。はい。アルミチャカコカラスです。
備蓄は来年まで薄く伸ばして放出続ける気がする。まあそうでしょうね。空になるまで続ける気なのかもしれないですね。1世代あたりの消費支出が4ヶ月連続で減少しています。総務省が本日発表した3月の家計調査によると、物価上昇の影響を除いた実質で 2.9% の減少。簡単に言うと、日本の家庭が物価高で苦しく物やサービスを買う力が弱っているというサインです。ナフサ不足によって値上げを表明した企業はもう数えきれないほどになりました。物価高がさらに悪化することがもうはっきりと見えています。シェルターに武器輸出に憲法改正、それよりも暮らしを良くしてほしいというのは一市民としての声ですと。はい。まあ当然ね、こういう意見が大半になっているんじゃないかと思うんですが、それでも今は石油危機ではないと、果敢に、主張している方がいます。はい、どなたでしょう。はい、ちょっと動画を流します。イランがどうのこうのって煽ってんでしょ。イランどうのこうのって煽るっていうところが違ってるんだよ。だからあれは要するに全然大した話じゃないんだよ。だからもしか本当にね、石油危機みたく大変になるんだったらこんな上がるわけないじゃん。だからそこの報道がまず違ってるんだよね。でも何回も言ってんじゃん、私、あんな報道するなって。ガソリン価格がとてつもなく高いとかね、ナフサが6月に積むだとかね、あんなのやめろって言ってたじゃない。そういうことなんだよ。イランがどうのこうのってはい、高橋洋一大先生がですね、株価が上がっているので、イランのね情勢なんて大したことではないと、オールドメディアは煽るんじゃないと、なんかオールドメディアで果敢に主張されてるんですけど、テレビ出るのやめたらあんなこと言うならねえ、石油危機ではないの理由が株価上がってるってすごいですね。何の関係性があるのか全くわからないんですけど経済学者だよねこの人。はい。高橋先生さんとしては、一応株価と直接連動してるということが言いたかったのではないのかもしれないですけど、この図を指しながら言う言葉ではないですよね。はい。ということで、なので高市さんはでもこういう人の話を未だに信じてるのかなという気持ちになると、なんか暗淡とした思いになりますね。はい。そう、国債の価格が下がると金利が上がるんですよ。だから国債のですね、国債の金利が上がっているっていうのはそういうことなんですよね。武器輸出も結局レアアースやラフサ由来がなければ武器も作れないのにね。降板しろ。やっぱり高橋期待を裏切らない。テレビに出しちゃダメな人おもろい。どういうことだよ。さすが高市のブレ。市民の暮らしを良くするなと1ミリも興味ない高市を圧倒的多数が支持している。スタジオのアナウンサーたちも神妙に聞くなよって、いや、本当ですよね。なんだっけ、ミハエル・エンデの私、モモっていう小説が好きなんですけど、時間泥棒っていうキャラクターがいるんですけどね、人の時間を搾取して、悪いことをするっていう資本主義の権限みたいな、キャラクターがいるんですけれども、なんか高橋さんを見ると時間泥棒という言葉が思い浮かびます。はい。株価で物は作れません。同調アナウンサーは良くないです。時間泥棒のご託戦を聞く意味がありません。株価が上がっても原油がなければあらゆる活動に悪影響が出るのですが、高市さんは現実逃避をしているのではないでしょうか。いや、その気がするんだよな。経済学者って新自由主義派や御用学者も全然いるので、肩書きだけで判断するのは危険です。そもそも高橋さんの場合、肩書きからしていや、いいんだけど。だから現実と感覚がもう乖離しちゃってんでしょうね。株価は実際上がってますからね。だけど株価上がってんのだって円安効果なわけでしょ。だから円安状態になってるから、企業の価値っていうのは勝手に下がったりする。そんなにね、急激に任天堂がね、ボーンと価値が下がるわけじゃないじゃないですか。例えばでも日本が円安になって日本の円の価値が下がっていくと、必然的に任天堂の株価っていうのはどんどん上がっていくわけですよね。だからちょっと考えればそれ分かるはずの話だと思うんですけどねあんまり喜んでいいことじゃないんですよ。はい。トロップと一緒に現実逃避してユートピアに住んでてほしい日経株価とか上がってるのも記憶シェアとか富士倉とかが引っ張ってるからではないでしょうかはい。しかし、現実は容赦なく迫り来ています。現実とはアメリカのことです。この人たちにとってはですけど、ベッセント財務長官が会いに来ました。片山さつきさんに対して、高市さんに対してはそこまででもなかったみたいですけど、ものすごい感じで圧力をかけてきたそうです。
まあトランプ政権はね、散々私もね、ボロカスに言っていますけれども、別選挙に関しては別に、トランプ関税のね、ことをね、本気で主張してたりとか、そういう人ではありませんので、まあ割と世界経済の常識的なことを言ったのではないかと言われてます。通常の意見交換というよりも叱責に近いものだった。事情に詳しい複数の関係者が非公開情報だとして匿名を条件に語ったことによると、別選都市は矢継ぎ早に片山さつきに論点を提示し、同席した日本側の事務方が内容を書き込めるのもままならないほどであったという。別選都市が具体的に何を求めたのかは明らかにしなかったが、まあ、公の場でですね、インタビューでは、日本側と協議したことを明らかにした上で、市場を落ち着かせるために発信していると確信していると述べたと、いうことで、まあ、片山さつきはその後、おろおろしながらですね、市場に冷静な対応を促し、責任ある持続可能な財政政策を推進していくことを、強調したということで、もう積極財政とかガソリン補助金やめたらどうですか？だってこの方々ってアメリカの言うことにだけは従いたいんでしょう。私はその行動原理がよく理解できませんけれども、怒られてまでやることじゃないですよね。はい。我々のためにもやめていただきたい。はい。と思います。ですね。はい。時間泥棒は時計泥棒にかけておりました。新自由主義の元凶の一人のミルトン・フリードマンなんて株価を上げることが企業の務めだとか言ってましたね。まあそうですね。だから高橋洋一さんってある意味フリードマンとかには忠実なのかもしれないですね。いや、そこまで考えてないのかもしれないけど。1ドル300円が理想の人ですからね。ベッセント兄貴にこっぴどく説教された。モモはすごくいい小説です。はい。ネバーエンディングストーリーのね、ミハイル・エンデという人の小説です。小泉京子さんが好きだらしいですね。漢文における優秀な部下だ片山さつきは賢いのだから理解できそうなのにベッセントは比較的まともですが日本の味方ではありません。アメリカのためにキャレートレードを続けろと言ってます。まあそうですね。はい。そこは注意しなきゃいけないところです。別に日本の利益のこととか日本の将来のことを考えて言ってくれてるわけではありません。はい。ありがとうございます。だから、向こうは、あまりにも日本経済がボロカスに崩壊すると、それはそれで困るから、まあちょっと、なんとかしてよっていう感じで圧をかけてきているのだと思います。立体の乖離した金融資本主義は大体破綻し、そのツケを払うのは労働者ということですね。はい。そうなんですよね。別選都市はかねてより日本の為替介入には批判的であり、円安是正には日銀の利上げが必要という、立場を取っていた。昨年も日本はインフレ局面にあり、日銀の対応は後手に回っていると指摘した。日本経済の理解や不解が必ずしも日本に友好的な政策姿勢であるわけではないと、いうことですし、まあそれに対してですね、アメリカの起業家の皆さんはどう答えたかということで、Google の親会社アルファベット、まあこの YouTube を、経営している会社でもありますが、円建て社債の発行を準備していることが11日分かりました。円建て債の発行は同社として初めてだそうです。年限や金額は未定ですが、数千億円規模になるとの観測が出ています。市場環境次第で近日中の条件決定を検討すると。ね、これもなんか喜んでる人が一部にいるんですけど、全くいいことではありませんからね。要は、円建てで社債を発行するってことは、まあ円に対して借金する形になるわけですよ。そのうち、円が下がりに下がりまくって、紙くずみたいな値段になったとしたら、Google としては、借金の金額が減るわけじゃないですか。お得ですよね。はい。まあ、なのでね、まあ、AI 投資がどうとかこうとか言っておりますけれども、なんかこのタイミングで円建て社債を発行するという、さすがイービルっていうその恐ろしさを感じますが、まあ、絶対日本に対してね、好感を持って見てくれているわけではないと思います。はい。経済学者がネオリベ思考をうんぬいても高橋洋一は学者たちにも相手にされてない。いや、本当にね、主流経済学者から相手にされてないですからね。ベセンターは有名な投資家ですし、市場をリアルに捉えることができているんでしょうね。まあ、Google もそうですよね。トランプ政権の金勘定を任されてますから、企業にとってはマフィアと変わらないですね。このニュースに X 祝祭モードだったらって
邪悪になるだとか言ってた Google はどこに、そう、要するに食い物にされてるわけですよ。何が喜ばしいニュースなんですかね。はい。私がマイナスに考えすぎなのか。まあ、いろんな解釈はあると思いますが、まあ、最後にちょっと努力してる人たちの話をして終わりにしたいと思うんですが、本日午後4時30分を、11日かな、から、鳩山幸夫元総理とともにイラン大使館を訪問しました。セアダット大使と面談、個別の船ごとに日本政府からイラン政府に要請があれば必要な配慮をする用意があるとの大使の発言がありました。はい。まあ、小西博之さんがですね、NHK の番組で先週あたりに言って、なぜか NHK はその動画を消しまくっているんですけれども、なのでここのでもお見せしませんが、まあ、同じ内容をですね、川内さんが、ですね、改めて、セアダット大使に確認しに行ったということですね。だから、正直、本当中道は立憲に戻ってほしいですね。立憲民主党に戻ってこういう路線でいけば、普通に勝てると思うんだけど、はい。まあ、ね、政府がやらないなら、まあ自分がやるというのはね、いいことだと思います。他、トップバリューは食品3500目を価格凍結すると、まあ、民主党といえばですね、イオンは自社ブランド食品3500品目の価格を8月末まで据え置くと発表と。で、これに対してね、なんかネットウヨっぽい主張の人が、ウォルマートっていうスーパーのアメリカのね、汚いやり方を指してですね、まあ、中小企業を潰すためだと、他のね、商工会社さんとかに圧力をかけるために、まあ、価格をですね、ダンピングしてるんだと、イオンは、という悪辣だみたいな、コメントをしているんですけれども、なんかこの人は移民差別とかしてるアカウントなんで皆さん拡散しないでください。それに対して、イオンはスーパー業はクソ低利益でやっております。価格に、代わりにイオンモールの集客力を利用してテナント業や銀行業で稼いでいるスタイルなので一般消費者目線では事前事業に近いです。まあ事前事業まで言ったら言い過ぎかもしれないですが、実際儲けてないらしいんですね、ほとんど。なので、今回の価格圧力ね、値下げ圧力をかけているっていうのは、まあ単純に、純粋にですね、まあ日本の経済を崩壊させないためっていう、意志が強いのではないかと思われます。まあ頑張ってほしいなと思います。マジでスーパー行けなくなるので、このまま行くとね。はい。白黒のポテチが並ぶ夏が来る餓死した船員たちに備える、戦争をやめろということで、日本の石油危機の情報でございました。はい。OBS さん、コンカラスです。いきなりさすがに円が紙くず化してるって言ったら言い過ぎだと思いますが、まあ高橋洋一さんみたいにね、円がドル300円ぐらいの価格になったとしたらですね、そりゃだって今から半分ぐらいのね、円建て社債になるわけじゃないですか。それは Google にとってはお得ですよね。返さなくていいわけだから、という狙いがあるんじゃないかと思います。知り合いが国民年金を頼れないから NISA で老後のお金を貯めるとか言ってましたけど、でも NISA も結局株式なんですよね。はい。まあだから中道は基本公明党さんの方が力が強いようにしか見えないので、いやー、やっぱり立憲民主党じゃないとダメだと思うんだけど、私は。ダメですかね、そういうこと言ったら。はい。価格凍結か。少しだけ、イオン見直したわっていうですね。はい。だから私も最初ね、なんかこっちの人の言うことの方が正しいのかなと思って、ちょっとビビったんですけれども、って思ったんですけど、イオンの方が普通に正しいという反論が出ててよかったと思います。劣等欲はイオンの何でも難癖つけてるのだっていうですね。いや、でも本当岡田さんはね、今回の件でマジで訴えた方がいいんじゃないかと思いますよ。あんだけ誹謗中傷されてだったらね、しんどいですね。イオンは競合スーパーより価格を抑えてるから、まあちょっと少し複雑だし、まあそうですね、まあトップバリューとかあれにしてもですね、もちろんイオンが全く善良な企業かというと全然そんなことはありませんし、まあね、銀行とかでは相当あれなこともやっていますし、ダンピングであるっていう面は一面ではそれはあると思うんですが、まあですね、田舎だとね、結局イオンしかないっていう、もう他の中小の企業さんはみんないなくなってしまって、イオンしかないっていう地域もそれなりにあるので、はい。まあなんとかね、民間が持ちこたえてるうちに高市政権は方向を変えるべきだと思います。はい。
ということで、石油危機の話でした。もう完全にね、うんざりしてらっしゃると思いますが、まだまだちょっと、次はですね、いよいよ高市さんが国難という話が続きますので、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。まあ、ある意味そうですね、ここからが本番。まあ、経済とかね、石油危機について知りたい方はですね、まあ、よかったらチャンネル登録、高評価して、アーカイブ見ていただければと思うんですけど、はい、いよいよもって高市早苗さんが国難ではないかという話がいろいろと出ておりますので、その話を続けてしたいと思います。これが事実だとしたらですよ、大変なことですよ。週刊文春の報道について、先の自民党総裁選、そして衆議院選挙において、高市総理陣営が対立候補や中道改革連合の候補に対して SNS を使って大量の誹謗中傷動画を拡散して世論操作をしたのではないか、公設第一秘書の木下氏から直接聞き取られたんでしょうか。直接聞き取りました。公設第一秘書から頼まれて大量の動画を作成し、そして拡散した松井氏という方ですけれども、木下氏は何も面識がないということでよろしいんですか？松井、さんという方は名前が出ましたが、私自身も、そして地元の秘書も面識のない、方でございます。具体的に記述されているんですけれども、あれは捏造ですか？私自身の流儀でございますけれども、対立候補の批判をしたこともないし、人格攻撃をしたこともありません。ここまで詳しい記述がある。写真まで公開されている。じゃあそこに書いてあるもの、そしてこの公開されているメッセージは全くの事実無根、捏造だということでよろしいですか？私はそのことを聞いてます。その週刊誌の記事を信じるか秘書を信じるかというと、私は秘書を信じます。秘書に確認したことが全てでございます。それを信用いたします。捏造なら捏造だと言っていただければいいと思います。これが事実だとしたらですよ、大変なことですよ。民主主義の根幹である選挙の公正性、その権力の正当性が問われる。はい。まあ皆さんね、この質疑見たと思いますけど信じられない答弁ですね。松井さん誰かなそれはっていう、まあこれですよね。籠池さんですよね。どなたでしょうか、籠池さんっていうのは。2022年以前からもずっと続いてる話だけど、学校法人森友学園の補助金詐欺事件をめぐり詐欺罪などに問われた、懲役5年の実刑判決を受けた籠池被告は、記者会見を行い改めて無罪を主張した。上告審についての重大発表と題した会見で登場した籠池氏は、別件逮捕として国が籠池夫婦に全ての罪をなすりつけ幕引きしようとしていると。私と妻が学園の共同経営者と一つでくくって何でもするやろと、共同経営者というだけで有罪にしてしまう方向で持っていったのだと。安倍さんが私を知らないみたいなことを言ったら嘘だと。まあ確かにそれは嘘だと思うんですが、まあ籠池さんも大概な人なんであれなんですけれども、ということで中傷動画の作成報道を完全に否定しました。事務所の、職員に確認しましたが、他の候補に関するネガティブな情報を動画を作って発信することはないし、それどころか、松井健さんについても知らないと。そんな人とは面識がないと。いくらなんでもそれはないでしょう。一緒に早苗トークやってた人ですよね。そんな話があるかっていう。まあとんでもない答弁なんですけれども、しかも自分だけじゃなくて秘書も知らないって言ったわけなんですよね。すげえなと思います。はい。っていうことで、秋野亮さんコンカラスです。そうですね、地域に根付いてるイオンは町内会にね、活動費出したりとかしてくれてますけれども、まあインフラと成り代わってしまったことで功罪たくさんあると思うんですけどね。はい。イエスかノーで答えろと言ってんのに答えて以来、秘書がやりましたと私は知らないのダブルコンボでも
すごいですよね。なんで分子を列動で告訴しないんだよと。地元の町内会の活動も支援してますね。ローテについてしらばっくれてますね。嘘ついてるのになぜか炎上しないだけ。なんでこの人だけ炎上しないんでしょうね。本当に信じられないですよね。我々が仮想現実の世界に生きてるのかって。そんなバカなみたいな。ひもぐまさんこんからすです。なんて恩知らずな。森ゆこ氏が論破されてるみたいな動画がまあ結構すでに作られてるみたいですけどもう、現実を歪曲するのをいい加減やめていただきたいですね。これどう考えてもさ、ありえない答弁を高市さんの方がしてるんですよ。松井さんを知らないわけないでしょ。実際だから知ってるけど、彼が作ったとかやったとか言われてるけど、そのことは存じ上げませんっていうならまだ1億歩譲って理解できるんですけれども、そもそも松井さんを知らないと言ってるのはありえないっすよね。だから本当籠池論法だと思います。安倍晋三さんはね、この人を切り捨てたわけですけれども、切り捨てる気満々ですよね。はい。捏造ですかと言われて秘書を信じるみたいなわけわからんこと言ってるんですけれども、いや、秘書を信じてるかどうかの問題じゃないんですよ。ですね。地元の秘書と公設第一秘書は木下剛さんで同じだと思ってました。はい。だよな。ちょっと確認しますね。地域の商店街だとイオンができたら対抗できずに店を畳むことはそうですね。だからそういうところではね、もちろんイオンがね、悪くなってしまったことはあるとは思いますけど。はい。週刊誌に頼って云々の書き込みが指示が出ているのか、官房機密費に報道陣にお金を積んでいるのではないかというですね。もうなんかありとあらゆるなんか憶測が飛び交っていますし、もちろん証拠なくそういうことを言ったら陰謀説だと思うし、当然文春が言ってることなので、今はその赤跡とかね、他の、報道機関に裏付けされておりませんので、それこと自体はちゃんとね、言っていくべきだとは思うんですけれども、ただね、そんな、何もかも知らないみたいなことあるっていう、はい。そう、秘書を信じていますみたいなね。なんか、あれですよね。少年漫画だったら確かにそれでいいと思うんですよ。私は今更疑わない、お前を信じるみたいなですね。なんか、かっこいい音楽が流れてですね、ドラマが始まるんじゃないですかって思うんだけど、いや、現実を直視していただきたい。はい。ですね、ちなみに、今確認しましたが、高市総理大臣の公設第一秘書木下剛氏は、地元である現在奈良事務所の事務所長を務めておられますので、地元の第一秘書で木下剛さん本人で間違いないと思います。はい。松井さんに依頼したのではという疑惑なのに、高市事務所は他のアカウントを使ってないとか中傷しないと言っていて、全然質問に答えていないということで、福地真美さんがですね、文春の記事を分かりやすく説明してくれてるんですけれども、はい。文春にですね、お金払える人はぜひ、払ってください。私は、紙で買いました。高市事務所、高市早苗さん、右腕と言われる木下剛さん、なんだオラの人ですね、が力を貸してほしいと、早苗トークンの、に関わっていた松井健という人に、依頼したわけですね。そして松井健さんは木下剛さんに対してショート動画1日約100から200本、小泉アンチ動画、総裁選の時は、小泉さんや林さんへのアンチ動画、衆院さんでは主に中道改革連合への、ネガティブキャンペーン動画、特に岡田さんなどがですね犠牲者になったわけですけれども、そういったものを発注していたという、疑惑があるということですね。はい。週刊文春は実際の動画であるとか、木下と松井がですね LINE でやり取りしているスクリーンショットなどを、公開した上でですね、だから松井健さんからもらったに違いないと思われているわけですけれども、公開しているという状況であります。まさかの総務大臣時代の時のより、私を信用できないなら質問しないでくださいできますかね。ありえますよね、この態度だと。本当にそこまで言いかねないと思います。あと外注呼ばわりする市長を使用しているのかという、
なるほど、地元の秘書木下氏なんですね。ありがとうございます。公設第一秘書と呼ばずに地元の秘書というのが、そうなんですけど、高市事務所の所長なんで、でかつ公設第一秘書なので、まあ非常にね、本当高市さんの側近中の側近と言えるポジションだと思うんですけれども、木下さん両方の呼び方で呼ばれているわけですね。はい。しかも、文春の内容によると、松井健さんは松井健さんで自民党と無関係な人物では全くないらしくてですね、自民党麻生太郎氏の実弟が塾長を務める専門学校麻生塾を出た後、株式会社麻生に入社、独立し暗号資産業界に関わるということで、元麻生の社員だというズブズブやん君らっていうですね。いや別にまあ麻生の社員だからといってもちろん末端でしょうし、麻生太郎さんと関わりがあるかどうかは分かりませんけれども、はいすごいな。いやだから木下さんとね松井さんを証人喚問しないとこの話を決着しないと思いますよ。絶対証人喚問すべきだと思います。はい。そして、高市さん先ほどですね、中傷したことは私はですね、人に対して中傷したことないみたいなことをおっしゃってたんですけど、まあそれはですね、以前の話でも裏付けられているので、ちょっと、1.5 倍速でいいか。参考にですね、見ていただきたいと思います。できないな。はい。時に1回目に挑戦された時に、ご自身の支持者の方に対して誹謗中傷とかそういうことをする指示はいりませんっていうような趣旨のご発言されて、めちゃくちゃかっこいいなと思いました。でもなんか総裁選挙のたびにそういうことって起きるし、衆議院選挙の時もそうですけど、もう忙しすぎてネットチェックしてる暇ってほぼほぼないですよね、はい、だからどなたかから聞いたんですね、はい、ちょっとネットで、はい、他の候補者を叩いてるようなのが目立つと。でおそらく私の支持者の方だと、そらいかんと思いましたね。皆さん一生懸命で真剣に政治を考えてて、で熱くなられるっていうのはあるんでしょうね、はい、それはそれぞれやっぱり自由に表現をされるってことは大事なことなんですよね。表現の自由っていうのは大事なことなんだけど、一方で礼節は大事にしなきゃいけないし、特定の人を誹謗中傷することは書いてほしくないし、まあ自分でも気をつけてはいることの一つですね。高い。はい。まあこれ2024年の高松菜奈さんによる高市早苗さんのインタビューなんですよ。まあ当時はもちろん首相ではなかったわけですが確かに当時からそういうことを主張はしています。だからそこは別に私は何でも攻撃すると当時言ってたというわけではなく、主張は一貫しておられるんですが、こんなこと言いながらこんなことしてたんっていうですねすごいですよね。いやー、まあ高松さんもまさかこんな形でですね、高市さんの以前の主張の証拠になると思ってなかったんじゃないかと思いますけど、たまたまこの動画見つけてびっくらこぎたのでちょっとご紹介させていただきました。はい。だからツイッターに入り浸ってるとか、常に官邸でね SNS を見てるとか言われているのに、私は SNS を見ませんみたいなことまで言ってたんですよね。すごいな。いや当時は今ほど見てなかったのかもしれないけれどもまあ権力側であればあるほど正しいみたいなのはね完全にそう無責任体系だし権威主義ですよね。礼節って高市が言うんですか？高市政権の中では小野田公さんという誹謗中傷に長けている人がいるような気がするんですが、小野田は思いっきり他の人の悪口言ってますよね。文春の記事が事実だとしたら進次郎がステマ可愛く見られるぐらい何倍も進次郎を叩いてたということになります。そうですね。進次郎ももちろん悪いことしてたわけだし、まああいつも悪辣ですけれども、高市さんはそれ以上だったわけですよね。自分が身綺麗にいるために他人に嫌な仕事を押し付けてたというわけですか？自民って脱皮にしても自分の身を隠しながら他党を攻撃するのが上手です。息を吐くように嘘をつく高市。高市の言う礼節と麻生や森、安倍に従順であるということです。YouTube も見てそうっていうですね。もうボロカスですけど。いや、まあみんなそう思うよな。で、文春がですね、今日、隠しボールを投げてきました。はい。まあ、なんか動画とかをちまちま公開してたんで、さすがにそれ以上隠し玉ないのかなと思ってたんですけど、高市早苗首相、ネガキャン動画作戦に大臣補佐官が参加していた。
大臣補佐官って、まあちょっと絶句したんですけど、週刊文春は4月30日号にて、自民党総裁選及び衆院選における高市首相陣営によるネガキャン動画の作成を暴いた。一連のネガキャンは高市の最側近である木下剛が、牽引した。総裁選の途中からは AI 分野に造詣が深い起業家の松井健氏にも依頼したと。まあここまではいいですよね。いいですよねというか良くないんだけど、まあ今まで基本の話なんですけれども、この続きがあってですね、第三の男という人がいて、元衆議院議員であり、現役の大臣補佐官である人物。はい、まあその人はね、もう正体バレてるし、無料記事でこれ書いてあるので、まあバラしちゃうんですけど、大埼玉3区内閣府特命担当大臣木川田仁衆議院議員の公設、秘書じゃないな、大臣補佐官ですね。失礼しました。大臣補佐官であります西田譲さんだと言われております。木川田仁の補佐官である人物が中傷動画の作成の犯人？これはちょっとすごい話ですね。だんだんすごい話になってきました。まあ、木川田さんってまあなんか子供なんだろう、女性とか子供に対する差別的な発言とかでまあいろいろ有名な人悪名高い人なんですけれども、だって自民党の中枢にいる人がですよ、自民党の中枢にいる人の補佐官、現役の補佐官が高市さんの中傷動画の作成に関わってたってことになると、またこれ自民党ぐるみの話になるんじゃないんですか？そういうことじゃないのこれ。ということで、文春オンラインが今無料公開されている記事が Yahoo にあるんですけど、SNS 班の責任者は現役大臣補佐官であった。文春は直撃取材をしたと。いうことでですね、西田譲が、まあ、その人であると、高市陣営の SNS 班の責任者として総裁選期間中の昨年9月25日ネガティブ動画の会議に彼は参加していた。今年4月1日西田氏は高市政権で、子ども政策担当大臣補佐官に任命され、子ども政策のインターネット戦略なども木川田さんと一緒に担当している。まあ木川田さんがそういう担当大臣なんでそうだと思いますけど、西田氏を電話で直撃しました。一回ちゃんと話した方がいいですね、そういうのはと、いうふうに答えたんですけども、その後は取材に応じず、改めて質問状を送ったところ、総裁選特設サイト YouTube、Instagram、X での公式アカウント等での発信を行っていましたが、他の候補者のネガティブな内容の作成や発信などを行っておりません。ご質問のある事項ではございませんと。まあ全面的に関与を否定したんですけれども、西田氏の参加を裏付ける公設第一秘書木下氏のメッセージをはじめ新たな証拠を、公開しているということです。はい。まあ興味ある人は文春見てみてください。いや、信じられないですね。だからまた自民党ぐるみの問題なんじゃないんですかこれ。裏金問題と同じ構図になってきてませんか？だから高市さんと秘書さんの悪巧みの話じゃないですよね、もはやここまで来ると。だって木川田さんだってこれ知ってたんじゃないのっていう、当然疑われると思いますし、はい。なんで木川田さん本人じゃなくて西田さんなんですかねっていう話でもあるし、それもよくわからないですよね。はい。いや。だから昔からネット大好きだったっていう風な気がしますよね。だって個人ブログずっと更新してたわけですからね。はい。そう、日本共産党への誹謗中傷を小泉進次郎さんも行ってますけどね。無責任の体験は丸山正夫さんですね。ありがとうございます。セシウム大丈夫の人。お上に逆らうなという価値観が根強いから労働組合やストライキ、デモに対してネガティブに考える人が多いですよね。いや、ほんと自民党政権を終わらせるしかないんじゃないですか、これ。いやなんかね、本当文春ってだからあくまでもゴシップ誌ですから、だからこういう記事がキラーコンテンツになるとおかしいんですよ。いろんな意味で。ありとあらゆる意味でおかしいんですよ。でもまあ、このね、国の、だからマスメディアがいかに異様な状態であるかっていうのがわかりますよね。だって、バス事故の話と、これさっき見たみたいな、なんか、あれですよ、プラゴミが原油になりますみたいな話しかしてないじゃないですか。いや、真っ先にこれを、
大スクープとして報道すべきでしょって、もう裏取りが取れてるか取れてないかはともかくとして、だって国会答弁はね、一応報道はしてくれてますけども、国会でこれ追及されてんだから、今すぐですね、すべてのテレビメディアが報道しなきゃいけない話ですよね。いやー、信じられないですね。なんで報道しないんでしょうね。まあおかげでなんか我々が陰謀論者であるかのようなね、感じの雰囲気に今なりつつあるわけですが、冗談じゃないよって感じですよね。はい。そう、消費税の元で過去のブログさらされたら速攻で削除してましたからね。あれだってね、もっとガンガン追求されていいはずの話ですよね。それはどれも大事なニュースなんでしょうけど、優先順位というものがありますからね。はい。事故は事故で悲しいことですけれども、もちろんね、悲しいことですし、それをね、踏みにじるようなことは言うつもりありませんけれども、でも、まあ、事故や事件と、だから我々がね、詳しく知ったところでね、別にご遺族に寄り添えるわけじゃないじゃないですか。ね、そういうことじゃないんだよな、マスメディアの役割って思うんですけど、はい。いや。まあ、こんなコメントも出して火に油を注いでいるんですが、高市さんが突然、消費税率の変更のレジの回収が進まないのは日本として恥ずかしいと、誹謗中傷をしだしました。これはさすがに誹謗中傷になるのではないかと思うんですが、消費税の税率変更になぜ時間がかかるのかという話をして、システムの問題は日本として恥ずかしいです。そういう時に税率すら柔軟に変えられないレジシステムであるということは情けない。1% の場合でも対応に3ヶ月から半年程度が必要であるという、これはあくまでもシステム会社側の、見通しでありまして、だから政府が半年後から消費減税をするって、私は消費減税に基本反対ですけど、するっていう風に言ってれば、別に半年後には政策実現してる話じゃないですか。で、実現するって言ったのにしてないのはあなたでしょっていう、話なんですけど、維新の大阪、第9区の萩原圭さんですが、おっしゃる通りです。レジシステムに引っ張られて税制が歪むなどまさしく奮販ものです。0% にするのに1年かかるのというなら業者ではなく速やかに実行できる業者に変えるべきです。食料食品、0% というシステム回収コストもレジシステム乗り換えコストも全部民間に押し付けてるくせに俺たちについてこれない業者が悪い奮販者である、日本の恥だみたいなんですね。よくもこんなこと言えますよね。呆れすぎて乾いた笑いが出るわと。高市総理もだし吉村さんもまるでお前らベンダー、吉村知事も同じ発言をしてるんですけど、お前らベンダーの怠慢で時代遅れの設計がされたせいだというニュアンスに聞こえます。じゃあ過去に消費税導入を決めた時将来的に 0% もあり得るとして制度設計した政治家がいたんでしょうか。政治の責任は何もなく全てシステム屋のせいだと言うんですかと。国民民主党支持者の人たちからもねボロカスに言われてるんですけどそりゃそうだよな。ありえんでしょ、この態度。なんでシステム屋さんが悪いことにされてるんですかね。あなたが政治決断しないのが悪いんでしょ。だから民意があって、その消費減税絶対するっていうなら、私はね、だから賛成してないけれども、実際支持率 70% とかあったんだから、すぐに政治決断できた話じゃないですか。300議席もあるんだから。ね、でもやらないで、ずるずると今日に至って、ついにベンダーが悪いみたいなことを言い出したんですよ。誹謗中傷はやめていただきたいなと思います。ねえ、だから本当多席なのいい加減にしてほしいですよね。だから高市さんが一番多席でしょって、左翼が多席じゃないんですよ。ゴシップ誌の記事を見せながらこの首相やばいってと必死に訴える左翼は傍から見て陰謀論者すぎる。いや、ほんとそうなんだよな。だから、あくまでも文春は文春なので、確かに論拠にしちゃいけないんですよ。本当はだったら、私だって、文春を第一論拠にはしたくないですよ。だってね、間違った記事を書いたことがあるから、実際ゴシップ誌だから、基本的にはね、悪趣味な記事もたくさんあるし、赤畑さんみたいにジャーナリズムを追求してるわけじゃないから、本当だったら言いたくない。本当だったら言いたくないけど、だって他のメディアが追求しないんですよ。いやー、ほんとどうなってんのかな。だから時間割くニュースが変なんですよね。おかしいんですよ。そんなこと報道してる場合かって言いたくなりますよね。そもそもレジシステムが柔軟ではないというのは高市さんの嘘ですよね。はい、嘘だと思います。レジ回収って今まで減税の盾じゃなかったのか。報道するなら業界全体の構造的な問題、法整備の問題であって事故を起こした方のプライベートを暴くことではないですね。はい。
日本に住んでいる人々には自責を求め、政治家である高市政権は他責を求めるという。石破氏の時にレジは1日で帰られると言っていた小売りの人の画像を持ってきて非難されていたような。お店の人は表示価格の変更なんてすぐにできるって口に揃えて言ってますからね。吉村さんも都合の悪いことを突っ込まれると無表情になる。0% は1年かかりますみたいなことを言ってるんですけど、いやだからまあ、0% とその 8% とかを柔軟に聞きできたりとか、なんでしょうね、商品ごとに全部税制を変えられるシステムを作るんだったら、まあ、それなりに時間はかかると思うんですけど、でも半年でできるんでしょそれだって。はい。いや、本当に立派な誹謗中傷ですよね。さっきの主張とかはずすぎて別なんですけど。鈴成さん、コンカラスです。そんなに責任を負いたくないと政治家やめてほしいって。いや、あなたは責任を負うためにいるんですよ、吉村さん。分かってます。いや、分かってないと打ってるから言ってるんだけど。なぜ文春からスクープが出るかというと、大手新聞ではストップがかかるからで、そのスクープを文春に持っていくのですということですね。はい。だからそれがおかしいんですよね。なんで大手新聞がスクープを出せないのかというとこですよね。はい。そしてまあスクープでも何でもない大本営発表なんですけど、憲法改正の緊急事態条項の創設をめぐり衆院法制局の条文イメージ案が明らかにされたそうです。これもね、まあ日テレなんで何も期待してなかったんですけど、本当に緊急事態条項のイメージ案はこのようなものですという説明動画でしかなくて、全く批判してないんですよね。大災害などで国政選挙が長時間実施できない事態を想定し、国会議員の任期延長などについて段階的な対応が示されています。いや、国会議員の任期延長ってとんでもない話だと思うんですけれども最後にだから権力乱用の歯止め策などをめぐって与野党が本格的に議論することになってますみたいな感じで締めくくられてるんですよ。いやーもうこれは政見放送だと思いますね。はい。で、まあさすがに朝日新聞はですねまあここまで落ちぶれてはいないというか、まあ当てつけのようにですね、こういう調査を出しておりまして、3、4月の有権者向け共同調査では最も優先的に取り組んでほしい政治課題を12の選択肢の中から1つだけ選んでもらいました。憲法を選んだのは 1% でしたということで、これね、一応だから注意してほしいところは、自民党の支持層でさえ 1% ぐらいらしいんですよ。だから全く優先順位がですね、極めて低いイシューであると、まあいうことがですね、まあ明らかになってるんですけど、ちょっと有料部分なんでグラフとかお見せできないですが、年金医療介護が 38% でトップ、その次が財政 17%、子ども子育て 13%、外交安保 10%、まあ、だから割と右寄りの人とか9条は改憲すべきだっていう人もおそらくその外交安保を重視すべきだみたいな回答をしてる人はいると思うんですけど、まあ、それでも 10% にとどまるわけですね。外国人に関しては 1%、憲法に関しては 1%、ジェンダー平等 0% ということでまあそれはね、自民党支持者だからそういう感じになるでしょうね。はい。だから別に積極的にヘイトもしてほしくないし、そもそもまあ外国政策などどうでもいいという感じなのではないかと思います。はい。ですね。まあポスレジはね、結構時間かかるみたいですね、実際は。はい。それなので全く嘘を言ってるわけではない。ベンダーの方は半年と言っているのは事実だと思います。はい。文章は少なくとも一面記事に関してはファクトチェックしてます。そりゃそうでしょうね。それ支持者を求めてんの？イメージで会見させてはダメです。ですね。探査や Dialogue for People のように広告収入を取らずに市民からの寄付で運営するメディアさんのことをもっと応援してはっていうですね。はい。まあ、ジェンダー平等 0% はさすがにひどいなと思いましたけど、でもジェンダー平等 0% であるその人たちからインタビュー、まあアンケートをね、郵送形式でしかも取ってるんで、それなりに信頼度あると思うんですよね。郵送形式で取ってにもかかわらず、会見って書いた人が 1% しかいないんですよ。外交安保と合わせても 11% ですよ。もう会見する必要ないでしょ。だからまずは景気をなんとかしてくださいと言われているのであって、誰もね、外交安保とか、そのね、会見に期待してないんですよ。高市さんに対して。はい。って思いますけどね。大抵の保守系の人は生活が大事ですからね。まあそうですね。良くも悪くも保守ってそういうものですからね。日本国憲法を読んだことある人はどれぐらい支持層にいるのだろうか。
ただ、そういった状況の中でもなんか軍国主義みたいなことをですね、ちびちび進めてる人たちがいます。日本製鋼所が広島製作所に防衛関連機器の新工場、火砲やミサイル発射等の生産を拡大。日本製鋼所は、広島製作所に、火砲などの防衛関連機器を組み立てる新工場等を完成させたと。完成させたのって、いや、ちょっと目を疑ったんですけど、まあ、もう作ってたっていうことですよね。不勉強にして知らなかったですけど。いやー、だからまあ、43兆円を投じる防衛費によって拡大に対応し、火砲やミサイル発射等の生産規模を拡大するって書いてあるんですけど、日本製鋼所の人、裸足の弦読んだことないんですかね。広島って何が起きたかところか知ってるって、ちょっと聞きたくなるんですけど。ちょっと信じられないですね。まあ、広島の人たちのね、嘆きの声とかもたくさん SNS で聞かれてるんですけれども、まあ、そもそもね、日本製鋼所のそういった、武器工場みたいなものを作っていいところだと思って建ててるんですかね。いや、だから、広島の地に作ってるところが本当終わってるなと思います。はい。で、まあ、さらに言うと国家情報局ですね。政府は国家情報局を作るのに内閣法制局に相談すらしてません。立憲民主党杉尾秀哉議員の質疑によりますと、質問するために内閣法制局に私は問い合わせました。そもそも内閣官房から、そういった相談を受けてませんと。自民党と維新が人権侵害の恐れがある国家情報局日本版 CIA と言われるものを内閣法制局にも相談せず大焦りでまあ作ってるということで、だからまあ杉尾さんはね、真面目な質疑をされる方なので、内閣官房にですね、わざわざ、まあ、内閣法制局の方にですね、わざわざ確認したそうなんですよ。でもそしたら、まあ、そんなの知らんと。検討していないし、お答えすることもできない。内閣官房からそういった相談は一切受けておりませんという、ご回答だったということで。すげえな、もう。なんか法律とかを守る気が全くないんでしょうね。はい。すごいなと思います。はい。食っていけるかどうかの話なのに、広島でミサイル作るってなんかもう終わりの国っていう気がしますよね。はい。だからまあ、日本製鋼所の悪口を言えばですね、もともとだから原発の、だから内部のね、原子炉とか作ってた会社の一つなんですよ。だから結局そっちで食えなくなったから、まあね、こういう商売に手を出したのかという気がしますけれどもね。まあ結局ほんと軍需産業ですよね。まさに冒涜的ですよね。鮫島伝次郎の国になってしもうたわい。ね、そしてまあそんな感じでですね、全体主義化軍国主義化に前のめりな、高市政権なんですけど、産経新聞が大喜びで報道したところによると、政府は情報活動で仮想身分の導入を検討しているそうです。従業者の安全確保、首相研究課題の一つということで、インテリジェンス活動を強化するため架空のパスポートなどを作った仮想身分の導入を検討する方向で調整に入った。架空のパスポートを使った仮想身分の導入を検討する方向で調整に入ったいや、さすがに産経新聞がこれなんか飛ばしじゃないかなって一瞬思って確認したんですけど、なんか飛ばしではないみたいです。はい。偽パスポートを要はね、スパイ活動のために作るみたいなことを、まあちょっとおしゃべりされているんですけれども、はい。架空のパスポートなどを使った仮想身分の導入を検討。日本のスパイが守られるのではなく、日本の旅券を持つ全ての日本人にスパイ容疑がかけられるようになるだけです。バレたら確実に外交問題になります。相手によっては即処刑されます。そういうレベルのスパイ行為を日本人に他国でさせるということで、安全確保につなげる狙いとかのんきな話ではありません。これ日本のパスポートで海外に渡航する全ての国民が潜在的には被疑者にされるわけで、高市政権は国民の安全とか国際的信用とかを本当に滋賀にもかけていないというのがよくわかる。政治ごっこやスパイごっこは公職を辞任した上で自分の家だけでやっといてほしいですという。だから本当は名探偵コナンじゃないんだからさ、仮想パスポートなんて国家が堂々と導入したらどうなるか分かってるんですかねだからその1億を譲ってそういうのはこっそり導入すべきものじゃないですか。特にそのまあ仮想敵国とされる中国とかロシアに知られないように内緒で作るべきものじゃないですか。だから自分で堂々とパスポート作りますよみたいなこと言ってどうするんですかね。まあ確かに作ってる国はあるらしいですけど、
まあそういう問題じゃねえだろうと思います。はい。ですね。いや立憲もだから国家情報局賛成しないでほしいですね。本当に反対してくれよ、もっとって思いますが。内閣法制局の人事をこねこねした首相はいた気がしますが、内閣法制局に聞きもしないというのは前代未聞ですよね。だからこれ本当絶対内緒にしなきゃいけない話なんですよ。インテリジェンス上やばいでしょ。内閣法制局は違憲法案を事前に弾くようなとこだったのに骨抜きにされた上に相談もなしとはね。スパイ映画の見過ぎ、国旗損壊罪を骨抜きにされるレベルで自らの価値を自ら貶めていく。いや、現政権大丈夫なんですかね。はい。鮫島伝次郎だらけになってしまいましたね、本当世の中に。いやーちなみに名探偵コナンみたいに警察が素晴らしいみたいなこと言う映画のことコッパカンダっていうらしいです。はい、最近知りました。はい。ということでですね、まあ今ちょっとコメントありましたが、国旗損壊罪に罰則を設ける方針があるそうです。いい加減にしてくれよ、本当に。いやー、すごいですね。なんか一つだけ取っても、いや、とんでもないなってなるじゃないですか。これ、どれもこれも、それそうだけど、会見もそうだし、国家情報局もそうだし、この偽パスポートの件もそうだけど、まあ、外国希少損壊罪が20万円以下の罰金なので、まあ、それと参考にしてですね、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金みたいな、感じでするということです。公共の場所で人に著しく不快な感情を催させる方法で国旗を毀損した場合、国旗損壊罪になるぞ、みたいな、ことを言っておられるんですけど、だから本当表現の自由とか何も考えてないんじゃないですかね。はい。こんなパスポートの件すら漏れる組織がインテリジェンスとか大丈夫なんですか？外国で拘束される人増えるんじゃないですか？まだこんなもんにこだわってるのか？ネットで拡散しても罰則らしい。外国国旗損壊罪すら外交上の理由ではなく仕方なくみたいな要素あるのにほんま何なんですかね？だから本当こんなことやってると表現の自由が死んでしまうと思います。だってあれでしょ？だから先ほどナフサのあれでお見せしましたけど、こういうのもダメだっていうことになりますよね。これAI で加工でなんか色変えてるのかよくわかりませんけど、こういう画像を作ったりしても多分国旗損壊罪に引っかかるっていうことですよね。はい。もうどうしようもないなと思います。だから本当虚飾ですよね。国旗を汚されて不愉快な気持ちがあることがよくわかりませんっていう。はい。ということでですね、最後にですね、選挙が民主主義を殺すというですね、これ21年の記事なんですけど、最近ですね、割と、ツイッターなどで積極的に発信している市田和樹先生の論考がありましたので、これ、興味ある人は非常に面白いので、ぜひ読んでみてください。まあ、面白いって言ったらちょっと語弊があるんですけど、まあ、今の高市政権を支持している人って、割とだから選挙主義者な人が割と多いじゃないですか。選挙で勝ったんだと。これだけ圧倒的に勝ったんだから、高市さんの言うこと聞けよっていう、まあ一見すると正論っぽいんですけれども、まあそもそもこう強力かつ広範なネット世論調査を政党が仕掛けられるようになった段階で、選挙民主主義をやると、選挙、事実上不正選挙になるわけじゃないですか。事実上不正選挙みたいになるわけですから、選挙に対する国民の信頼が低下し、選挙委員会の信頼が揺らぎ、社会の分断が進み、まあ、結果的にですね、民主主義が後退すると。まあ、これは、トランプ対バイデンの選挙をですね、念頭に市田先生は書かれてるんですけれども、まあ5年経っても全く状況が変わってないですよね。ますますひどくなってると思います。まあリフォーム UK の躍進もそうですし、まあ参政党や高市政権を見ても、明らかにね、ひどくなってますよね。選挙が民主主義を壊す理由は至って分かりやすい。ほとんどの有権者は論理的でも理性的にもない判断を行っている。多くの人は政治に対する関心が薄く知識を持っていないが、関心を持つと極論に走る傾向がある。まあすでにこういうポピュリズムの研究がなされているわけですね。日本でも2017年に根拠のない極論のブログ記事に啓発された人々が13万件の懲戒請求を様々な弁護士会に送付する余命事件というものがありまして、まあ2022年にはですね、ひまそら事件というものもありました。懲戒請求を送付した人たちの多くは事実確認すらしていなかった。この事件は様々なメディアで取り上げられたので記憶している人も多いと思う。
これらの問題は SNS の普及によって増幅された。有権者をより過激にし分断を進めた中でもツイッターはより効果的と判断されているものである。選挙は民主主義の根幹である。それが成り立たなかったら民主主義が壊れるのは当然である。前景の民主主義の死に方、二極化する政治が招く独裁への道では、法制度以上に柔らかいガードレールが民主主義を守っていたという。柔らかいガードレールとは法律や制度に規定されていない規範、良心、倫理的基盤というものであり、それが破壊されるとですね、民主主義は崩壊しますと。当たり前の話なんですけどね。だからこの方、明治大学のサイバーセキュリティ研究所で、研究をされている方でですね、ツイッターとかもすごい面白いので、興味ある人は検索してみてください。21年にでもこの論考を書いてるのは本当すごいなと思います。だから日本のいいところってまだこういう研究者がね、ちゃんといらっしゃるっていうことぐらいだと思うんですけども、それもなくなったらね、もう完全な、なんかそういうプロパガンダに支配された権威主義国家になっちゃうのも近いんじゃないかなという気がします。はい。なんか石油危機とか国の状態が悪い時にこういう監視を強めておくのは80年前のそうだったんですね。そうですよね。治安維持法とかと同じノリですよね。国旗だけ立派なのどころ独裁国家なんでしょうか。日本と表現の自由を語ってほしくない人間が X に5万と追っても日本列島が弱く貧弱になってるのはなんですけど、高市早苗はマジで天の弱が過ぎる。今更事件で正しいけどせめてなるの名前までは加えてほしいです。すいません。今更なる事件ですね。そう、選挙で勝ったからこそ本当はね、より厳しい目で見なきゃいけないんですよ。でも、今やられてるの逆なわけですよね。だから、当然民主主義が破壊されるという話だと思います。はい。ですね。ソ連というか、今のロシアのプーチンがやってるのも選挙権威主義ですからね。プーチンの支持率って、80% ぐらいあるっていうふうに言われてるんですけど、要するにみんな投票所に行くと、おっかないロシア兵とかが立ってるんで、みんなプーチンに投票するんですよ。そりゃそうじゃないですか。死にたくないから。ポロニウムティーを飲まされたくないのでね、みんなプーチンに投票するわけですけど、それを見て、プーチンの支持者の人は、プーチンの支持率は 80% だ、90% だというわけですよね。はい。ですね。文春は三流子と言っているわけではないです。ただね、やっぱり複数の報道で裏付けが取れないと、その時点では、第一次情報としては信用ならないかなと思います。それは朝日とか産経新聞でも同じじゃないですかね。産経新聞に関しては特にね、そういうの多いと思うんですけど、独自記事っていうのよく出すじゃないですか。で、でも結局産経が勝手に言ってるだけだったみたいな話が非常に多いので、産経新聞と文春だったら正直文春の方がね、信頼度高いんじゃないかと私は思ってますけど、はい。今ほんとひどいからね。はい。やっぱり複数の報道がないとダメかなとは思いますね。宮城の村井知事も言ってたけど、兵庫の知事選のあたりから、そうですね、斉藤元彦事件から、本格的にね、日本のこういう民主主義破壊が始まったと思いますし、やっぱり N 国政権だったわけですよね、高市政権は。高市さんがね、すぐに N 国と会派組んだ時からね、良識ある勘の鋭い人たちは N 国政権になってしまったとんでもないことになるぞって予告していたわけですけど、彼らの懸念はね、完全に正しかったと思います。はい。ということでですね、最後に、なんか政権忖度報道ばっかりしている NHK なんですが、加減にせよと言いたくなりつつですね、ちょっと希望ある要素を言って終わりにしたいんですけど、共産党さんの支持率がずっと上がっています。今 2.7 ポイントで、確かに参政党と同じぐらいなんですよ。だから正直私としても非常に不満だし、褒められたものではないと思うんですけれども、れいわ新選組と一緒にですね、急激に上がってますね。はい。なぜなんでしょうね。こういう時代だからではないかと思います。はい。そしてですね、支持政党分類で見ると特に興味深くてですね、女性の支持率で、トータルでですね、全政党で2位かな。自民党が圧倒的なんですけれども、共産党の支持率、女性だけだったら 3.2% あるんですよね。
だから女性のみだと、おそらく国民民主党とかに匹敵するぐらいの多分勢いになるんですよ。そうなると、すごい支持率高いじゃんって思うじゃないですか。だけど男性の支持率が低いから、まあ 2.7 に収まるんですけど、はい。ちなみに参政党は逆ですね。参政党は男性の支持率 3.2% に対して女性支持率 1.7% です。わかりやすいですね。はい。で、いろんななんか割と興味深いグラフとか出してくれてるんですが、イラン情勢政府の外交評価は 50% ぐらいの人が評価しており、ですね、60% の人が石油関連製品の対応でもね、ちゃんとやってくれているではないかみたいなことを言っているそうです。それは支持率下がらないですよね。しかし、原油価格の高騰や製品供給の不安に関しては、まあ 80% 近い人が不安に思っているらしく、この不安がですね、不信に転化すれば、まあ、すぐにですね、政権の支持率は崩壊するような気がします。はい。あと、殺傷能力のある武器輸出に関してなんですけど、これは賛成対反対が35対52で、反対がやはり上回っています。で、これの賛否も、ですね、ジェンダー別だったりとか、まだ男女だけで分けてるのがバイナリージェンダー主義なんですけど、自民党支持層とか与党支持層とかでいろいろ分けてくれてるんですけど、だから NHK はね、なんかこういう調査でさすがにしっかりしてるなと思うんですが、殺傷能力ある武器輸出、男性 48% 賛成、44% 反対、女性 17% 賛成、65% 反対っていう、ことで、なんか日本も韓国みたいな国になってますかね。女性のリベラル化が著しく進んでいる可能性があり、まあこれはですね、まあほとんどいい効果がないと言われている今の日本で数少ない希望的要素ではないかなと思います。はい。なのでね、まあ、この支持率、これがね、爆発的に政府批判に、広がっていけばですね、また別な展開になるんでしょうけど、おそらく、まあ、武器輸出は嫌だと言っている人たちは、なんとなく高市さんは頑張ってる気がするっては、未だ思っちゃってる気がするので、まあ、その辺をね、どう説得していくかが今後ポイントになってくるかなと思います。はい、ということでですね、高市さんが国難という話でした。はい。そうですね、産経新聞は独自記事出しまくるんですけどね、辺野古の件とかね、勝手に言ってるだけってことが多いので、あまり信用ならないです。はい。ゲアナウ新聞を新聞として扱ってはいけない。今回の件は高市さんの答弁が怪しすぎて、文春の報道の本当っぽさが高まっていて怖いですね。はい。支持率 5% になったら山を動かせるのでは、いや、5% までいったらね、本当に山動くと思いますよ。はい。いや、なんかね、ガソリン補助が結局評価されちゃってるっぽいのが嫌ですよね。まあ、普通に生活してるだけの人からすると、ガソリンが安いからいいんだっていう風になっちゃうのかな。そう、でもこの帰りは絶対忖度報道のせいですよ。ね、もうちょっとでちゃんと報道してたら絶対こんな支持率にならないから。カルビのパッケージ白黒になっても高い支持率ってどんだけって、いや、さすがに支持率はそれには反映されてないですけど、少しは下がってほしいですね。武器輸出を移転という言葉でごまかしてるのも完全におかしいですよね。まあそうですね。戦争体験者の方々とかがね、必死で止めてくれてるようなね、今状態ですよね。はい。だからこの状況をやっぱり何ともできないまま、ね、今の人たちがそのまんまですね、自民党支持でスライドしていってしまうと、やばいよなぁと、まあこのグラフを見てても思うのですが、ですね、だからどうなるようにして、いわゆる現役世代と言われる人たちを説得していくかっていうところもポイントになってくるかなと思います。そうですね、もうカルビーの話は高市のせいだってカジュアルに話してた方がいいかもしれないですね。はい。それだとね、やっぱり生活保守の人たちにもつながりやすいと思うのでね。はい。ということで、高市政権が国難という話でした。よかったらチャンネル登録、高評価とよろしくぜひお願いいたします。ですね、すいません。結局2時間ぐらいもうすでに行っちゃってるんですけど、あとはですね、ヘイトや暴力の広がる日本の細かい話と、プロテスト運動との話をしていきたいと思います。ちょっとお水飲ませてください。
はい、失礼しました。カルビーのおかげでね、カジュアルに石油危機の話できるような状況になってきたと思うので、ガンガン言っていきましょう。はい、あれは高市政権のせいなんだっていうイランと交渉しねえからこうなったんだという話をしていきたいと思います。はい。ということでですね、ヘイトと暴力が広がる日本についてちょっとお話ししたいと思います。ちょっといきなり、性暴力事件の話になるのでご注意ください。韓国検察が、日本人男性を在宅起訴、中国人観光客の女性に放尿ということで、やっぱり捕まったというか在宅起訴されましたね。はい。当然だと思います。以前の配信で韓国で大騒ぎになってると言った私が言った事件の続報でございます。というか日本語で報道されました。南部プサンのゲストハウスで中国人観光客の女性に対して乱暴したとして強制わいせつ罪などで日本人男性37歳を在宅起訴したと発表しました。韓国総合ニュースが伝えました。ゲストハウスでこういった行為に及んだということで、もう韓国に引っ張られて普通に起訴されるっていうか裁判を受けるべきじゃないかと思うんですけど、おそらく日本にいるのでこれからどういう展開になっていくかはよくわかんないですね。男性は警察に対し酔っていたなどと証言したと言って酔ってたじゃねえんだよっていう話ですが、こういうことをするからですね、日本の評判がどんどんさでさえ悪くなっているのに加速度的に下がっているのではないかという気がしますが、法の裁きを受けてほしいと思います。はい。いや、本当に最低な事件ですよね。ちょっと以前のね、フリートークでも確かお話ししたんですけど、韓国ではもう先月に大騒ぎになってて、とんでもないことで中国人女性に対するよりによってヘイトクライムだ。韓国が舞台なんですけど、中国人女性に対するよりによってヘイトクライムをこのタイミングで起こしてるんですよ。最低でしょ。ふざけんなよっていう。もう二度と帰ってこないでほしいですね、我が国に。はい。めったにそういうこと言わないんだけど、はい。ということでハラスメント天国日本の話なんですが、この話もですね、大変な話題になっております。市議が職員に不当な要求、ハラスメントも違反認定、栃木足利市ということで、これね、朝日新聞の報道が正直悪いです。朝日はなんか両論兵器みたいに、足利市議会がさも、それなりに正論を言ってるかのように言ってるんですけど、何が起きているか、足利市議会の尾関さんという方と鳥居さんというですね、両方とも共産党市議の方なんですが、議員の地位を利用して市職員に不当な要求やハラスメント行為をした疑いがあるとされる問題、ということでですね、だから私はなんか最初ね、高市やめろみたいなことを言いまくったのかと思ったんですけれども、そういったことではありません。はい。何をしたかというと、閉庁日であった昨年9月20日の土曜日、鳥居市議は面識のあった50代男性の生活保護申請手続きについて社会福祉職員に連絡した上、同22日には両市議が職員の執行部、執務時間終了後に無言で事務室に入り生活保護支給を要求した。その後、保護が決まった10月2日まで何度も窓口に訪れ圧力をかけた。圧力をかけたいや、圧力をかけたって、この行為がハラスメントだって言われてるんですよ。いや、ハラスメントではないだろう。いや、確かに、その土日に行ったのは、やむにやまれぬ事情だったのかもしれませんけれども、それはね、市職員の人からしたら、彼らがなんか水際作戦みたいなことを実行していたわけではないかもしれないので、大変な目にあったのかもしれません。知れませんけど、今すぐお金を出してほしいという、だから切実な要望があったわけですよ。で、これがなんか法令遵守の原則を歪める不当な働きかけであるという意見が出て、委員長を含め委員7人全員が倫理基準違反であるということで、だから共産党の人たちが訴えられてるんですよ。ね、これなんかカフカの小説みたいですよね。もう、なんで審判でしたっけ？この前ちょっとルケイチにてっていうカフカの小説読み直したんですけど、いやーなんかね、朝起きたら巨大な毒虫になってたみたいな。なんか私ども別に普通に法律にのっとった手続きをしただけなのに、なんかいきなり毒虫だって言われて石投げつけられてるみたいな。不条理なですねとしか言いようがないですよね。
なんで生活保護の支給求めることが悪いことみたいになってんですかね、これ。いや、ほんとひどい人権侵害ですよね。ハラスメントみたいな。いや、だからなんかよっぽどあれなことしたのかなと思ったんですよ、最初は。だから、なんだ、市役所のど真ん中で、だから高市政権やめろみたいなことを言って、ペンライトを振り回したとか、いや、それはない、さすがに言い過ぎだけど、ありすぎだけど、そんなことしたのかなと思ったんだけど、そうではないわけですよね。だから生活保護を認めないことの方が人権侵害でしょ。はい。生活保護は普通に生存権です。はい。ということでですね、フォロワーの東京ニトロさんが完全に怒っていて、まとめてくださってるのでちょっと読みたいんですが、今回の審議点の争点の一つは、共産党2議員による職員への圧力により不当な要求を強要されたと読めるのだが、その要求が不当であったかどうか判断するためには、要保護者の切迫性という事実が争点になるべきであるが、委員の今あなたは共産党市議の話をしているんです。脅迫かどうか判断する立場にないという発言を読んで、モトローラを投げそうになりました。まあ、足利市のその市議会議員どもがですね、まあ、共産党さんが悪いという、完全にそういう論調でですね、攻め立てまくってるんですよね。まあ、これ気分が悪くなるので読まない方がいいと思うんですけど、政治倫理委員会の審議力を、議事録を努力して読んだが本当にひどいです。信じてもらえないかもしれませんが、ハラスメントや権利侵害の認定に必要不可欠な事実確認という概念が存在しない世界の議事録を読んでいます。でも議員の対応にも問題があったかもしれない。市職員の制度に対する知識が不足していたのかもしれないと引用していた社会福祉士がいましたが、それ以前の問題です。っていうことですね。福祉事務所に議員が同席したことそのものが無言な圧力とされハラスメント認定されているが、議員が事務所内にて現業員の手続きに同席した正当な理由について、議員側は、過去に80代の高齢の市民が自転車で保護を訴えに来たのに追い返したという、まあ、これ信じがたいですけど、おそらく本当にそういう事例があったみたいなんですね。で、事例を挙げ、生活保護法の法律が行政の構造上の問題で機能していないから切迫した事例では同席が必要であるという指摘について委員の反応は、法律が守られていないという部分は議事録から削除してください。なんだこれはって削除しろじゃねえんだよという。まあだからなんか全部こんな調子でですね、そもそも生活保護に水際作戦みたいなことをして追い返すのが悪いことであるっていう前提がないみたいなんですね。いや、すごいな。ディストピアですね。はい。まあ足利市に限らず生活保護のこういう受給問題っていろんな全国各地で起きてるわけですけど、これほどひどい事件はあんまりないんじゃないかと思います。いや、生活保護申請の支援ね、悪いことだと思って共産党批判してるやついますからね、信じられないですよね。いや、それはね、共産党さんの意見に私党員じゃないし、常に賛成してるわけじゃないですけども、いや、生活保護者の支援するのは立派なことだろって、当たり前の話じゃないですかね。ですね、ひどすぎますね。ちょっと署名活動はまだ立ち上がってないかな。生活保護費は税金なのだから制限すべきのは新自由主義による協議であり、これと同じ現象が医療費削減。まあ、つながってますよね。はい。一続きだと思います。足利市の問い合わせフォームを見つけました。みんなニュースの記事や議事録などおかしいと思ってメールをしたらですね、足利市にとりあえず直接メールすることができますので、皆さんお問い合わせ送信フォームを開いて、メールを送信してください。はい。ということでですね。で、鳥居さんの、直接コメントを読んだんですが、休泊の判断を行うのは福祉事務所の重要な役割です。職員など無理強いなどしなくても当たり前に必要な対応がされるように改善を求めていきたいと思います。担当者の繰り返しの確認によりストレスを感じさせたものにつきましては本当に申し訳ないことをしてしまったと反省しておりますと。いや、まあ反省する必要はあんまないと思うんですけど、だからまあ担当者の人たちにとっては確かに怖かったかもしれないし、それはね、しょうがないと思うんですけど、すごい剣幕で迫ったのかもしれないし、それはわかるんですけど、でもだからといって生活保護をだから必要な方に求めることは悪いことじゃないので、ね、そこは堂々としてていいんじゃないかと思います。はい。自分は生活保護申請するときは嫌な思いをしてなかったので、こんなことあると知って本当憤慨しますよね。お問い合わせしようということですね。いやー、なんか札幌白石区でもそう似たようなことあったんですよね。何にも記憶にしてないんですよね。避けているな。
はい。生活保護を断ったりする自治体はろくなものじゃないので、はい。滅びればいいと思います。市全体として、別に、中に住んでる人たちじゃなくて、市政の方がね、はい。ていうか、足利市議会はこれ本当に、決議する、なんか非難決議とか出す気なのか知りませんけれども、やばいと思いますよ。だから生活保護、自分たちが何もしてないのに、生活保護者の人の申請をね、お手伝いした議員さんに非難決議を出してしまったら、もう私たちは生活保護制度に反対してますっていうメッセージになっちゃうじゃないですか。足利市議会としてそれでいいんですかね。はい。ちょっと信じがたいなと思います。だから声を荒げたとかそういう事実がないとハラスメントっていうのおかしすぎますよね。だからね、議事録を読むと、ニトロさんがおっしゃってる通りでですね、なんか黙ってそこにいただけでハラスメントみたいな無言な圧力みたいなことを言われてハラスメント認定してるシーンもあるんですよ。信じられないですよね。はい。ですね、生活保護を申請することはハラスメントではありません。はい。勘違いしないでいただきたいです。はい。ちょっと次いきます。こういった差別的な手法を行政が用いるケースは、残念ながらですね、行政などでも繰り返されています。先日、外国籍職員の採用取りやめを検討して、一応ですね、覆って、三重県がですね、外国人職員を、採用取りやめしようとしたんですけれども、アンケートを取ったところ反対多数で否決されました。ただ、この件に関して、在日コリアンの男性が、結果を公表しないよう、申し立てたということで、ですね、実はそういうですね、市に対する抗議活動を行ってた方がですね、いたということなんですね。ですね、この知事が県職員の国籍要件を復活させ、一般事務職などで外国籍職員の採用を取りためる方向で検討すると昨年、表明したのは昨年末でした。情報流出を防ぐためみたいな非常に差別的なね、コメントもしていたんですけれども、動揺した、男性が頼ったのは県の差別を解消し人権を尊重する三重を作る条例であり、差別解消法などのですね、いろんな法律を駆使して、抗議したということですね。はい。その回あってか、今回撤回されたわけなんですけど、結局なんか当事者の人が抗議しないと変わんないのかよっていう、なんかラグビーの件と同じですよね。あれもひどいけど、だからなんか我々左派の無力さもちょっと感じちゃうし、もちろんね批判はしましたし意見も送りましたけど、でもなんかね結局その三重県の人たちのね良識があったから良かったけれども、そうでない人たちが多数派だったら、勝手にねマジョリティ側の都合で外国籍の人たちへの差別的なそういう、国籍要件がですね復活してしまったのかというと、ちょっとゾッとする思いがします。はい。そうですね。だから本当はね、在日コリアンの人がね、抗議することじゃないというか、だから矢面に立つと攻撃されるわけじゃないですか。幼少時から朝鮮に帰るなどと言われ、職業差別も受けてきました。常に差別と隣り合わせの人生でした。声を上げるのは辛いことです。今でも差別の矛先が自分に直接向いています。恐怖を感じていますが、差別は進行するので誰かが抗わなければならない。いや非常に素晴らしいですけど、だから本当は当事者の人にやらせていいことではありません。はい。ですね。他にもいろいろあるんですけれども、国民健康保険に新規加入する外国籍の人らを対象に、新宿区が、例の悪名高い区長のいる新宿区が、保険料1年分の一括全納を求める制度を導入しました。これ正直知らなかったんですけど、お恥ずかしながら、一括全納の対象は今年の1月1日時点で世帯主が国内に住民登録していなかった世帯となる。海外から帰国した日本人も含まれるが、外国人を狙い撃ちにしたことは疑いの余地がありません。新宿区は16年度以降、国保料収納率が23区で最低であり、未収入であるという課題は確かにあると。ただ、留意すべきは、加入者の外国人割合が 28.5% に対し、国保の医療費に占める外国人割合は 8.8% と、外国人の影響はそもそも少ないから影響が限定的なんですよ。で、一括全納は違憲であると。
だから、いきなりね、金払わないかもしれないから、いきなり金を納めろみたいな、しかも国保料ですから相当高額ですよね。その人の年収とかにもよると思うんですけど、新制度は憲法14条法の下の平等に、反するということで、入管法でですね、ウィシュマさんの弁護士とか遺族の弁護士とかやってらっしゃる指宿弁護士が、法の下の平等に反するということで今訴えておられます。だからなんかいつも指宿さんがやってくださってるっていうのもあるんですけれども、本当にね、外国籍の人たちへの差別問題に対して断固たる行動をする人たちが少ないし、結局当事者の人たちが声を上げるまで何もしてなかったりするので、本当に問題あるなと思うし、新宿区長はさっさとやめてほしいなと思います。少し前まで当事者じゃない私が声高に言うのおかしいのかなと不安を抱くこともあったんですが、逆に当事者じゃないからこそガンガン起こるべきだなと。そうですね、差別の問題に関してはマジョリティ問題なんで、そもそもだからマイノリティ問題っていうのが本当は不当なんですよ。だからこれだったら新宿区長問題じゃないですか。新宿区長が差別主義者だからこういうことしたんだろうっていう話なんで、だから新宿区長を辞めさせるか、新宿区をですねこうやって批判して制度を変えさせるかっていう問題なわけですよね。はい。で、他にもですね、次々とそういう話が出ているんですけれども、こちらはですね、一応ポジティブな判決なんですが、カメルーン人の男性が、難民認定を免ずる判決が確定しました。アフリカ西部カメルーンから2012年に来日し、難民申請していた40代の男性について難民と認めるよう国に命じた東京高裁の判決が先日確定しました。男性は難民審査で2回不認定になり、3回目の申請中でした。入管難はですね、3回目の申請中の人はね、強制送還みたいなことをずーっと言うとるわけですけれども、この方は14年かけて、難民であることをですね認定されたということで、そもそもですねカメルーンでは反政府活動をして、逮捕されていた前歴があるということなんで、どう考えても政治難民なんですけれども、なぜか14年も認定しなかったということですね。はい。結局入管がこんなんだから日本中こんなんなんだよという、話はですねしつこくしていきたいなと思います。はい。当然入管もマジョリティ側なわけですからね。はい。そして、今ですね、エスニックに関する、署名、すいません、ちょっとあれ出してなかったけど、続けてやっておりますが、昨年10月、経営管理ビザの資本金要件500万円から3000万円の引き上げなど、少量改定で基準が大幅に厳格化された件で入管庁からヒアリングしました。まともな実態調査がなかったです。なぜ3000万円としたのかの根拠が示されませんでした。共産党の山添拓金は多文化共生社会の学校であり、地域を壊してしまうということで、3000万円ってね、だから今エスニック屋さんが大ピンチなわけですが、なぜかですね、外国籍の人たちに対して資本金がいきなり3000万円ぐらい必要だみたいなことを今、入管が言っているわけなんですけれども、その主張の根拠がね、分かんなかったじゃないですか。だから、なんで3000万円なのっていう。日本の人たちだとだいたい500万円から1000万円なわけですけど、なんで3000万円なんですかって、その数値にどこに根拠があるんですかっていうことを改めて山添さんが聞いたところ、根拠はないとないんかいという話なんですけど、入管って一時が万事で全部こんな感じなんですよね。適当に数字決めてんですよ。適当に払えないだろみたいな数字を決めてきて、それで払えなかったらよしみたいな、感じでですね、制度運用をしてるので、本当ノリと差別主義、ノリとですね、感覚で差別をしている連中なので、本当一切言うことがないんですけれども、こういう組織がですね、堂々と大手を振って歩いていることが間違いだと思います。〇〇という数字が浮かんできた。現状の500万円だって十分不当なんですからね。そうですね。日本国籍の人にはそもそもビザ更新がないわけなので、はい。ということでですね。今ちょっと表示しますけども、エスニックのですね、署名についてはですね、5万3000筆まで到達いたしました。ありがとうございます。皆さん署名していただきありがとうございます。引き続き、署名を募ってます。概要欄からですね、リンク貼っておりますので、ぜひとも、ですね、3000万円署名の方、よろしくお願いします。
いや、読み切り漫画に出てくる悪党みたいですよね。本当に。そんな雑な設定でいいんだかみたいな。とにかく外国人が憎いみたいなですね。本当意味がわからんですよね。500万円から3000万円で、まあ6倍に引き上げてるわけですけれども、その6倍の根拠が何もないという。ことですね。はい。5万3000筆を超えたそうです。いや、本当ね、皆様ありがとうございます。拡散してくださっている方とかね、推進してくださっている方のおかげだと思います。ぜひとも皆さん広めてください。ということでですね、なんかずっとまあ共産党さんぐらいしかね、こういろいろ人権侵害と戦ってくんなくてね、頑張ってほしいと思っているわけですが、まあその共産党さんに対する人権侵害事件が、ちょっとありました。はい。5月5日子供の日に共産党事務所の掲示板がやられました。非国民とスプレーで書かれています。ということで、いやー、これちょっと絶句しましたね。すごいな。このアカウントの方はちょっと、どちらにお住まいかわからなかったんで、まあ、どこの事務所かっていうのもね、判明はしてないんですけれども、当然ですが、偽画像の類ではないと思います。いやー、すごいなって。まあ、まさにこれ戦前ですよね。だから非国民って言ってる奴らが多分その辺をうろうろしてて、ゴールデンウィーク中にまあ暇だったのかなんか知らんけど、当然ですけど、ポスター既存なので犯罪行為ですよ。で、犯罪をまあですね、してやろうと思ったんでしょうね。すごいなまあちょっと思いついても実行しないと思うんですけど、だから、なんか1万歩譲ってムカついてただ破っちゃったみたいなのだったら、確かに私も自民党のポスター見るとイラッとするから、まだね1万歩譲ってわからなくもないけれども、これ多分スプレー缶使ってるから、まあね、わざと持ってきてますよね。はい。まあ犯人が捕まることを望んでおります。どうめきればさん、コンカラスです。本当に嫌な話ですよね。なんでこんなことしていいと思ったんでしょうかね。捕まるだろ普通にって思うんですけど、まあ警察が捜査してちゃんと真面目に捜査してくれればいいんですけどね。だから本当ね、まあ裸足の弦の漫画を出してくれてる人がいますけれど、リプランにいますけれども、まあ本当戦前ですよね、雰囲気が。まあ今まで散々いろいろ言われてますけれども、ね、なんか共産党ってだけでついに非国民って言われるようになりだしたというですね。はい。とんでもねえ話だと思います。技能実習生は入れつつ外国人の自衛を潰していく日本の政治を見ながら思い出すのは、ラテンアメリカが独立して奴隷が解放された後、農園の代替奴隷として日本政府に騙され成功を夢見た日本人たちが出稼ぎに行って強制労働に編入され、多数の死者を出しつつ逃亡して自営業から日系社会を築いたことです。これってあからさまに奴隷は欲しいけど自立した個人はいらないという姿勢で、実は日本人もゴリゴリにやられている。正社員が非正規化への転換でさらに給料をピンハネで困窮化し、生活を不安定にすればするほど労働者が声を上げられなくなると考えられ、同時に貧困自体が犯罪とみなされるのが監視国家ですということでですね、まあ、ネオリベラリズムと監視国家の問題っていう意味で言えば、まさに今これが行われているのかなというふうには思います。もちろん今その高市政権がいくら極右だからといって、まあ極右的だからといってこういう目的でやってるって言ったら陰謀説かもしれませんけれども、証拠があるかどうかの問題じゃないわけですよね。実際にだってエスニックの人たちのエスニック料理店の人たちを潰すっていうのは、自立してるそういうね商工業者の人とか民族的なねアイデンティティを持ってる人たちを潰していくわけです。経済的に潰していくわけですから、生活を不安定にして声を上げられなくしてる圧力だと言われてもしょうがないだろうと思います。ですね。松田さん、ここからです。コメントありがとうございます。ここコメントも左翼すぎてあったけ助かるね。ありがとうございます。まあ、私に賛同する人たちが集まってくださってるので、たまに反論が来ますけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね。全体主義排外主義には対抗するには経済の知識だと思います。自由した差別がいかに自分たちの生活を壊していくか知れば沈んでいくのではないでしょうかと。まあでもな、結局移民の方々が来てくださった方が経済的には得なわけなんですけどね。なんかネオリベの人はまあだから経済効率とかで
そういう政策を支持している人たちがいるわけですけれども、でもなんかそういう話がね、広がっていかないですよね。日本に関してはちょっと失敗気味だなと思います。バーチャル名所左翼温泉これも人種隔離政策の一種と感じますね。はい。だからエスニックを潰すんだから、エスニッククレンジングってやつじゃないですかね。だからエスニッククレンジングって辞書で引いてですね、私どもがやっているのはエスニッククレンジングの可能性がありますって入管とかの方々にはぜひとも、コメントしていただきたいなと思いますね。ちなみにすいません。ちょっと順番が前後しちゃいました。申し訳ありません。さっきの鳥居さんの後にこれ出したかったんですけど、足利市の政倫審3回目の議事録で鳥居市議の発言の中に大きな声を出すテーブルを叩く議員がいることが言及されていますが、それこそハラスメントです。この議員は政倫審で審査されているのかなと思って審査会の記録を見たら、ニュースにもなった暴力議員の話でそのレベルの低さに唖然ということで、さっきのね、足利市議会がいかにやばいかという話をちょっとしたんですけれども、ごめんなさい。ちょっと順番が前後しちゃいました。足利市議会で、鳥居さんが要はハラスメント行為をしたみたいなことを今責められてるわけですが、実際はしてないわけですね。してるのは、鳥居さんに反対する議員の方で、大きな声を出すとか、テーブルを叩くであるとか、そういうことをやっている議員たちを見て、ああいう風にはなってはいけないと、自分ことにしないようにと思っていましたが、みたいなね、私もやってたかもしれません、ごめんなさい、みたいな反省の弁なんですけれども、実際テレビで報道されている暴力議員がいるらしいんですね。当時ですね、机を叩くなどのそういうハラスメントとか暴力行為をして1年前の報道ですかね、問題になった議員が足利市には今でも現役でいるらしいんですけど、だからこの人が生活保護の今回のね、鳥居さんの行動に対するですね、懲戒決議みたいなことをやってるっていうことで、とんでもねえ話だと思います。お前が懲戒されろという話ですね。はい。ですね。左翼まんじゅう、ここが人か。左翼まんですね。自発的に倫理観を持てない人はいるし、それ自体はしょうがないからこそ差別禁止法とか人権教育の確立が必要かなと思います。そうですね。だからこういう人に何言っても無駄なんだから、正直。私は人間の良心にあまり期待しすぎないようにしてるので、だからやっぱりルールでね、縛るしかないですよ。はい。ハラスメントは禁止すべきです。はい、ハラスメントを禁止すべきといえばっていうことで、はい。神谷宗平さんが東大5月祭に講演しに来るそうです。はい。神谷宗平氏の5月祭での講演会について差別的、非科学的な言論の自粛を強く求めます。私は東京大学の一学生であり、真に自由な知の探求を行う大学という場、そして学生たちが自らの活力を見せる5月祭という場を愛しております。今週末は土曜日に東大で話します。日本国民を貧しくしているグローバリズム神谷宗平講演会ということで、なんか東大の右翼サークルが呼んだらしいんですけど、来るなよって思いますね。はい。しかし神谷氏とその政党のこれまでの言動を鑑みるに、この場が脅かされるのではないかと憂慮せざるを得ません。当たり前ですね。無根拠なデンマのルフは公共的な意思の形成を歪め、差別的言動は人々の尊厳を傷つけています。これらは特に大学にふさわしくないように思います。私は言論を封じたいのではありません。大学祭は特に言論の自由を尊重すべき最たる場所ですが、言論と虚偽と差別は別物でありますと。いうことでですね、なんかこの人がすげえ叩かれてて、偽学生だとか、なんかファシストだとか、ファシストって表現の自由に反対の人だとか、なんだかすげえ誹謗中傷を受けているんですが、お前に言われたくないとしか言いようがないですね。その一人が浜田聡なんですけど、まだいたんだ、この人。引用元の投稿内容について抗議します。真に自由に知の研究を行う大学として、自由を表現の規制をやめてくださいみたいなことを浜田さんは言ってるんですけど、大学は言論の自由を尊重すべき最たる場であることは抗議している学生の方が理解しています。だからこそ大学への介入を訴えるのではなく、学生として抗議する意思を公的に表明し、自粛を呼びかけているんでしょう。知の多様性を重んじるんだったら、多様性の価値を毀損してきた参政党にとか N 国党に言ってください。はい。だからなんかもうこういうなんていうんですかね、基本的な
ことを分かってない人たちが東大で講演するみたいなのは、ちょっと勘弁してよと思いますね。まあさすがに公式ではなく、東大が公式で呼んだわけじゃなくて、東大のなんか右翼サークルの人たちが呼んだらしいんですけど、それもどうなんだってなんでよりによって神谷宗平を呼ぶんだよという話ですけどね。はい。来るな。賛成とは忘れた頃にやらかすっていうですね。頑張ってくれ立ち上がった東大生、差別するのが右翼だって思われていいのだろうか、ね、当たり前ですが日本を貧しくしているのはグローバリズムではなく自民党による失敗の積み重ねです。経済グローバリスト、アマゾンとかガファみたいなね、の悪影響がないとは私は思いませんけれども、そういう問題ではないですよね。はい。主として自民党です。はい。倫理観を持てないことと神谷みたいな差別とデマ人間の、がいることがある程度分けて考えたいとは思っています。そういう人はこうさせないためにみたいなですね。そうですね。だから神谷さんに倫理観持てって言っても多分難しいんだろうから法律でやっぱ規制するしかないんじゃないですかね。これで神谷さんも参政党も差別主義者って呼ばれるの嫌なのは意味がわからないですね。はい。ほんとろくでもなさそう。いや、グローバリズム違反をするのは確かに差別ではないけれども、そして、ですね、先週ちょっとフリートークできなかったんで、取り上げ損ねたんで、ここでこすっていくんですが、絵本睡眠をもし参政党選で出版元不正利用と抗議するという事案がありました。世界的に著名な絵本、睡眠レオレオニ作の絵や文章を模して参政党を宣伝する内容のイラストがツイッター上で拡散しました。一応これ確認したんですけど、スレッズの参政党支持者みたいな人が勝手に作った画像らしくて、実際分かりませんでした。なりすましだと参政党の人たちは言っておりますが、なりすましだったのかもしれません。しかし、オレンジ色の小さな魚が、なぜか目が神谷宗平さんになっているんですけども、大きな魚になるというですね、民主主義を象徴する、絵本なんですけれども、参政党のタイトルを掲げ、党のカラーであるオレンジ色の小さな魚が大きな魚の形の大群となる絵が描かれたものであり、魚の目の部分には神谷宗平代表の顔写真が、入っていたということでですね、はい。もちろん無許可だったので、AI で作ったのかどうかも定かではないんですけれども、勝手に作られたものであり、版元の工学者はホームページ上で、重大に抗議し、ですね、不正利用でございますという、真っ当なコメントを出されました。そして参政党はですね、そんなの知らないとか、私ではなく勝手にファンが作ったものですというですね、参政党と何の関係もありませんみたいな、逃げまくるコメントをしているんですけど、いや、だから、なんか参政党ってだから、なんか DIY とか言って、普段は支持者の人たちからそういうのが上がってくると喜んでリポストしたりしてるのに、なんかずるくないですかね。それは。確かに勝手に言った作った人が第一義的には悪いですけどね。はい。でですね、本当にね、神谷さんはね、立ち上がった東大生はね、ちゃんと支援しておきたいですね。最悪ですよね。参政党はいちいち簒奪がひどい。そういう意味ってだから民主主義とかね、反全体主義の物語なんで、参政党が使うのはね、二重三重におかしいですね。いや、ほんとただの差別主義集団ですからね。だし、地方政治をやっぱり乗っ取ろうとして今動いてて、地方のね、議員をすごい増やしてるので、非常に危険な集団だと思います。グレン隊みたいになりかねないですよね、最悪の場合。みんなが赤色の中、一人だけ黒色の魚の子の話ですよね、睡眠って。参政党やチーム未来には指一本触れてほしくないと思います。参政党はディック・ブルーノの絵柄を勝手にパクっていますということでですね。はい。普段の行いが悪いからこういうことを言われるんじゃないかと思います。はい。あと、ちょっと話題になったことがあったんですけど、日本の司法がやばいのは常識だと思っていますが、意外と知られていませんでした。逮捕だけで最大23日間拘留、取り調べに弁護士の同席不可などなどということで、よく知られている日本の人質司法の、
話をされている方がいて、このメロンっていう人はちょっと、右翼っぽい人だったので、紹介はしないんですが、小野博さんという方がコメントしてるんですけど、国連の人権委員会からずーっと改善しなさいと勧告を出され続けていますが、韓国には強制力がないと人権を無視し続けているのが稀有な国なのです。おまけに人権委員会でこの中世みたいな対応をなんとかできないのかと言われたら黙れ、日本は世界一の人権先進国だと逆ギレするっていう、とんでもない国なんですよという、言われてまして、でこれ結構知らなかった人が、私は一応知ってたんですけど、多かったみたいで、ツイッターで万抜してですね、そんなことあったんですかと、割と新鮮なに驚いている人が多かったので、ちょっと映像を見ていただきたいんですけど、ちょっと閲覧注意です。The most advanced country in this field. Don't laugh. Why you are laughing? Shut up. Shut up. We are one of the most advanced country in this field. That is our proud, of course. The most advanced. はい。有名なシャラップ発言と言われる、当時上田さんというですね、国連で、人権委員会大使で言ってた人がいたんですけれども、当時安倍政権でした。で、こういうですね、人質司法やめろとか、日本は少しでも人権守れみたいなことを言ったら、上田さんがですね、反論として、日本は世界一の人権先進国なんですよ。あなたたちに言われる筋合いはないみたいなことを言って、会場から笑いが起きたんですね。で、さっきの、Don't laugh, shut up って言って、笑うんじゃねえよって、何言ってんだ、黙れっていう、発言につながるわけですが。何なんですかね、本当に。だから、国連に委員会にですね、安倍政権とはいえ、国連人権委に出てくる官僚の人がこんなレベルなわけですよね。当時から10年以上経ってるけど、あんまり日本は変わってないのではないかという気がしますね。はい。なんか学力が高い人や体制側に近い人の方がまともって考えているところがないでしょうか。そんなことないから今ここで取り上げているようなことが起きまくっているのではないでしょうか。そうですね。だからそれも一種の権威主義というか、学歴主義だったりとか、体制側にね、上田さんみたいなね、立場の人の方が当然頭いいし偉いんだろうみたいな、正しいんだろうみたいなことを思っちゃう人が多いのかもしれないですけど、決してそんなことはありません。アムネスティインターナショナルとかの言ってることの方が正しいです。戦時中かと思いきや最近です。2013年だったかな。はい。これ海外からなんであんま叩かれずに住んでるんだよって。うちの国が一番進んどるんやって言ってましたね。はい。知らんかった。こんなこと言っている人は東大と言っても丸々学部だから大したことないみたいな。そういうのは学歴主義は良くないですよね。笑いというか失笑というかね、お前何のためにここで来てんだよっていうですね、本当に信じられないですよね。いや。だからですね、当時も非常に話題になって散々バッシングとかもされたんですけれども、今やね、歴史の闇に葬られつつあるわけですけど、事実です。はい。ですね。N100 さん、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。シャラップは相当強い言い方ですよね。だから上田さんは、なんだろう。あんまり、なんでしょうね。当時軽い気持ちで言ってしまったのかもしれないですけども、それは決して言ってはいけないことだと思いますね。当たり前ですが。はい。ちょっとね。当時のニュースちょっと出しとけばよかったですね。すみません。他にはですね、以前、朝日新聞とかでコメント出されてたので紹介したと思うんですが、歴史学者の増田さんという方が、人々の社会戦争、私たちの社会はどうあるべきかという、本を出されてるんですけど、ちょっと私ね、これ、紹介文というか、増田さんの書評、本人のですね、コメントを読んだだけで読んでないんですけど、
戦時統制下であることを歓迎する日本人がいました。大正デモクラシーへのバックラッシュが1920年ぐらいから強まりました。非常時というのにパーマや洋装だ、自粛しろ、ストライキなど欧米かと、個人の自由や尊重を推し進めたい人々にイラッとしていた保守派の庶民は全体主義と国家統制を熱望しましたと。いうことでですね、これ当時だからそれこそね、学歴エリートとかがすごく多いですね、日本の戦前の人たちがなぜあんな風になってしまったのかっていうところの一つの答えだとは思うんですけれども、あまり知られてないことなんですね。大正デモクラシーも大正デモクラシーで、確かに、なんか、いろいろに問題のあるですね、ことでしたけれども、いろいろ問題のあることでしたけれども、時期でしたけれども、その時にですね、割と自由な雰囲気が広がって、民主的なね、雰囲気が広がっていったわけじゃないですか。でも、その当時も、それを嫌だとなんとなく思っている日本の人たちは結構いて、戦争に、ですね、日本が突き進む中で個人の自由とかをできるだけ制限したいと考える人たちがおり、そういう人たちが軍部やですね戦争を積極的に支持していったということが言われております。はい。シャラップって相当強い言い方だったような気が。類似例で DV で逮捕されて妻を殴るのは日本の文化といった外交官、いましたね。シャットアップは黙れというかなりきついニュアンスで公的な場では絶対に使うべきではないですね。そう、男子普通選挙などと引き換えに、治安維持法という法律が作られたりしたわけですけど、なんでそれがバーターになるんだよって、我々の感覚だと思うじゃないですか。だけども、それがバーターになってしまったっていうのは、実際ですね、そういう社会情勢の問題があったっていうことですね。はい。すいません。後でちょっとこれリンク集に足しておきますけれども、これですね。日本軍の性奴隷として扱われた従軍慰安婦の問題をめぐる、橋本徹日本維新の会の共同来訪などの発言等を念頭に、国連拷問禁止条約委員会が日本政府に勧告を出したが、外務省は現在中身を検討中とし、早期に対応する気配はなかった。これ2013年の週刊金曜日の、記事なんですけれども、同じ場ではアフリカの委員の一人から自白に頼りすぎの、中世の名残だと、日本の人質司法を批判されました。それに逆上した上田秀明人権人道大使が日本は世界一の人権先進国だと、苦笑が漏れる会議室に向かってDon't laugh, shut up と暴言を吐いたことが6月5日の当時の東京新聞で報じられましたと、いうことで、第一次安倍内閣の時に設けられた人権人道大使という名称自体をジョークのようにしてしまった上田人権人道大使の問題発言についても外務省は批判があることは承知していると答えるにとどまったと。結局何の裁きも受けなかったわけですね。はい。当時からあんまり変わってないなという、話でした。が、当時と違うのはですね、日本が明らかに、こういったね、社会情勢も相まって没落の一途をたどっているというところで最後それを紹介したいんですが、日本で働く魅力が薄れてきたベトナムで募集をかけても人が集まらず桜を動員するケースまでということで、これに有料記事なんで、見たい方はぜひともですね、東京新聞の方で読んでいただきたいんですけれども、日本は安全だし日本人は信用できそうだというふうに思って、最初は日本を目指していたベトナム人ですねの方々が日本行くのやめて、韓国とかに行くケースが非常に増えてると。そりゃそうですよね。稼げないし、差別もひどいし、ね、排外主義もひどいし、だからベトナムとかの人たちにとってはもう魅力のない国になり始めてるんですよ。だからここからね、もし日本が少し経済的にマシになったりする可能性があるとしたら、移民の方々がねたくさん来てくださるとか、そういう可能性ぐらいしかないんじゃないかと私は思ってるんですけど、ちょっと先行きが暗いなという話でした。はい。ということですね。はい。ということで、ヘイトと暴力が溢れる日本でした。日本は人権が嫌いですと世界で知らしめてるようなもんですね。本当にね。ツイートが自動翻訳されるようになっちゃってね、海外の人たちにもバレちゃいましたからね。はい。ということでですね。橋本徹のこの時のクソ発言で大嫌いになりました。その時から嫌いにしたんで、本当当時ひどかったですよね。私はね、ろくにちゃんと政治とかね、知らなかったから、分かってなかったですけどね。改めて見ると本当にひどい。
本格的にだから経済がシュリンクしてしまうのではないかなと思いますが、そうなるとね、やっぱり弱い人たちから犠牲になっていく可能性が高いと思いますし、今の石油危機も相まってね、よりそういう傾向が強くなっていくと思うので、やばいですよ。はい。だからね、アジア内でだから名誉白人とか帝国主義みたいなことをやってきたツケが回ってますよね。前々から円安などを理由に日本はそっぽを向かれて大麻や化合物を選択するアジアの方々がたくさんいましたが、もう歯止め効かないでしょうね。はい。ということで、最後ちょっと環境問題や、希望を捨てないことについて、語ってですね、すいません、なんか長くなってしまってるんですけど、また、終わりにしたいと思います。ちょっと足早に行っていきます。ISEP から出力抑制に関する新レポートが公開されました。日本のCN出力抑制は制度と運用の問題である。2025年の4月25日11時30分、全国で 16.5GW の再エネが同時に捨てられました。原子力化合型機15基分です。でもこれは物理的な限界ではなく、いろいろなね、残余力がありました。運用を変えるだけで最大8% は今すぐ回避できた旧電力エリアの30分値のデータを全件検証した結果です。これちょっと難しい言い方されてるんですけど、何を言ってるかっていうと、電力とかをですね、無駄遣いしてるっていうところなんですね。はい。それで、エコキュートとかが深夜に稼働してるんですけれども、この稼働をですね、昼間にシフトするだけで出力抑制の9割以上を回避できる可能性があると。だから省エネと、再エネの推進をですね、このタイミングでやっぱり進んでいかないと、日本はですね、石油危機で積んでしまう可能性が出てきているので、本格的にそういうことを考えなきゃいけないというところに来てるかなと思います。こちらの毎日記事もですね、面白いのでぜひ読んでほしいんですが、エネルギー界の賢人が説く半世紀変わるに日本の脆弱性とはということで、米国のイラン攻撃に伴うホルムズ海峡の事実上の封鎖は原油調達の9割超を中東に頼る弱点を、浮き彫りにしたということで、結局石油とかですね、石炭に頼っているのは、明らかにエネルギー脆弱性が高すぎると。日本は変わるべき時です。解決策は明らかですが、この国ではそれが用意でないことをよく知っております。障壁は技術でも経済でもなく政治なのですと。いうことでですね、なんか日本をめちゃくちゃよく知っている、外国の、ですね、物理学者の方が、語ってくださってるんですけれども、この後有料部分ではですね、原発に関しても非常に強く批判していて、今ですね、再エネをやるんだったら原発も一緒に合わせてやればいいではないかみたいなことをヘラという人が結構いるんですけれども、とんでもない話だと。だからそんな古いね、エネルギー方法に頼ってないで、資源は乏しいんだけれども、風力発電とかね、太陽光発電とかのポテンシャルはたくさんあるんだから、再エネと蓄電池の組み合わせでですね、相当な量の電力消費を賄えるんじゃないかっていうふうに、言われてるんですよね。だから、脱炭素電源として、石炭火力に水素やアンモニアで混ぜて燃やす方式を紹介したところ、ロビンスさんは、呆れたいコメントをしてるんですけど、馬鹿げていますと。化石燃料から水素を作り、それで発電するなんてエネルギー損失が大きすぎます。石炭火力を延命する口実に見えます。原発への奇妙な執着と酷似しています。政府の役割は電力会社や原子力産業の財務を守ることではなくて、公共の利益を守ることですと。はい。その通りですね。なのでですね、これをきっかけにというか、今非常に日本ピンチですけれども、これをですね、ネガティブに捉えるだけじゃなくて、再エネのですね、急速な転換も進めていく必要があるかなと思います。はい、原発は論外だと思います。そう、外国人排斥してね、結局日本の人っていうか、大和民族だけで回そうみたいなことを考えたらね、それこそ沖縄の扱いどうするんだっていう話ですし、ほとんどのね、人口とかね、領土を縮小せざるを得ないですけど、右翼の人たちはそれでいいのかっていう話ですよね。はい。それが嫌だったら太陽光パネルを駐車場とかに貼り詰めるしかないんじゃないですか？これもですね、興味ある人は全文読んでほしいんですけど、インターカルチュラリズム移民研究者上戸俊彦さんということですいません、有料記事部分が過ぎちゃったんですけど、
在留外国人が増える中、時に摩擦も表面化する日本。移民をめぐる欧州の歴史や政策に詳しい上野隆彦さんという方が、多様な人々が生きやすい社会を目指すインターカルチュラリズムの考え方を手に入れたワークショップを各地で開いておりますと。まあこれ内容的にはまあそのですね、話し合いとかですね、多文化共生を、説いたもので、まあ私はあんまり割と差別主義者と戦ってばかりいるので、あまりそういうやり方してないんですけど、こういったね、NPO とかね、の活動で包摂のやり方とかを考えている人には非常に参考になる記事じゃないかと思います。外国人問題みたいなことをすぐ言う人たちがいますけれども、それは基本的に公共政策が欠如しているからそうなっているのであって、要は話し合いの機会とかをちゃんと設けられてないからそういうことになるんだよっていう、まあ、指摘が出されていて、まあそれは完全に正しいと思います。はい。再エネをね、ガンガン推進すべきだし、まあ多様性に関してもね、トランプの言うことなんて無視して、日本は日本なりのやり方で考えていかなきゃいけないんですよ。はい。まあその一つがね、これなんですけど、珍しくいいニュースです。ノンバイナリーなのに戸籍は長女であった人が、高裁で、憲法に抵触するという画期的な判決がありました。素晴らしい。男性にも女性にも当てはまらないノンバイナリーの方が長女と書いてある戸籍を性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた裁判の抗告審で、大阪高裁は、男女以外の記載を求めない戸籍法の運用について法の下の平等を求める憲法14条の趣旨に抵触するもので是正すべき状態だと判断したと、いうことでですね、はい、素晴らしい判決だと思います。まあこれで全てが変わるというわけではないんですけれども、残念ながら、はい。ただですね、当たり前ですけど、ノンバイナリーの人なのに、法律にですね、法律上の書類にですね、間違った性別書き込まれてるの普通に差別なんで、当たり前の判断じゃないかと思います。はい。ですね。で、今後はですね、戸籍に、だから性別を記載しないとか、長子や子であるとか、性別を明示しない表記に訂正するっていう流れがですね、まあ少しは出てきてくれればいいんじゃないかなというふうに思いますが、まあなんかね、戸籍に異様なこだわりを持っている、まあ右翼の人たちとかがなんか言ってこないかちょっと心配ではあるんですけど、まあそういう人たちの言うことはですね、とりあえずしかとこいて、まあ法律のですね、ちゃんと裁判所に訴えて、こういうものは不当であるっていう動きをですね、ちゃんと進めていくのもいいんじゃないかなと思います。そう、しかも大阪高裁で取ったのは大きいですよね。すごいと思います。これは嬉しいニュースですよね。大きな一歩だと思います。はい。ということでですね。あとですね、他にはですね、まあ応援というか、ですね、直近の話なんですが、6月28日にですね、杉並区長選が行われる予定になってます。自民党から立候補を表明している自民党党議の YouTube 広告が流れていましたが、YouTube 広告は岸本さんはです、区長はですね、一切使わないということで、はい、ですね、岸影を勝たせるべきだと思いますので、みんなで応援しましょう。はい、で、岸本聡子区長、私は党派的にももちろん応援してますけど、なんで応援しなきゃいけないのかっていうと、東京23区で今、大規模開発がまた小池さん目論んでるんですよ。またかって感じなんですけど、治水対策と称して、こちらの杉並区のですね、自然豊かなところに地下トンネルを掘る計画があるそうです。で、まあ、シールド工法で作るので、おそらく木々とかは全部なぎ倒されるでしょう。自然破壊は必須であると。岸本聡子区長は小池百合子東京都知事に、知事を申し入れています。市民が立ち上がり、今日の工事は中止させられました。明日朝も工事中止を求める市民が集まる予定ですということで、今必死に抵抗している状態ですが、おそらく岸本区政が最悪の場合終わってしまったら、この対抗するのは難しくなると思うんで、ぜひともですね、杉並区に緑を残したいという方々は、岸本聡子区長を応援しましょう。はい。ですね、これ級のニュースのコメ欄は絶対見ない方がいいでしょうね。はい。私もノンバイナリーですが、書類に言う性別書かれるのは結構嫌ですよね。いちいち引っかかるのは。いや、本当嫌ですよね。ミスジェンダリングしないでほしいですね。はい。ちゅうことでですね。あとですね、一つ言っておきたいところがあります。なぜ杉並区長をですね、ここまで岸本さんを押さなければいけないのかというと、ここで問題です。自民党議員本人じゃないんだけど、杉並区出身の自民党議員といえばって、思い出していただきたいんですが、とある人がいますよね。
はい、門博子ですね。私が大和田新候補です。朝から門博子さんと久我山駅ですということでですね。はい。ということで、まだ出しちゃったけど、今回の戦いですね、なんと、岸本区長対門博子なんですよ。すいません、なんかまたバグで消えちゃったけど、これはもう、全力で岸本さんを応援するしかなくないですかね。これは。よりによって門博子マジかと思って、私もちょっと目を疑ったんですけど、あ、この人か、そういえばそうだ、杉並やったと思ってまあ大和田さんはですね、まさか門さんがこんな炎上するとは思ってなかったと思いますので、計算違いだったんじゃないかと思うんですが、まとめて消えていただきたいですね。はい。ということでですね、門さんですね、なぜかわざとですね、わざとなのか知らんけど、自分の上りまで持ってこのように応援演説をされているそうですので、見かけたらブーイングしてあげましょう。はい。というか、岸本さんを応援するデモとかしたらですね、普通に倒れるんじゃないかと思うんですけど、あんまりやったら出てこなくなるかな。また選挙妨害だとかなんだとか言われるのかなという気もしないでもないので、プロテストする人は気をつけていただきたいですが、はい。ですね。ですね。そもそもなんであんな性別欄が必要なのか本当わかんないですよね。はい。いや、これは負けられない戦いですよ、絶対。岸本さんがですね、よりによって門博子にだけは絶対負けられないでしょう。これは、負けたらやっぱり心理的にもダメージでかいですし、政治的にもね、やっぱり、重大な打撃になると思うので、みんなで岸本さんを応援すべきだじゃないかと、党派を超えてね、思いますよ。はい。だって相手が門さんだし。絶対ダメでしょ、門博子が勝利しましたってなったら。いや、もちろん門さんが区長になるわけじゃないですよ。一応言っておきますけど、大和田さんなので、候補は。はい。っていうとこですかね。門博子のせいで吉田晴美が落選した。いや、本当にね、吉田さんのね、仇討ちもまだしてないですからね。仇討ちもしてないのに我々なんかごっこ遊びとかポロカス言われてるわけですからね。何がごっこ遊びじゃと言ってあげましょう。はい。門博子応援でもあったらどうするんでしょうね。いや、さすがに起きないと思いますけど、やったらね、さすがにその門博子さんの支持者の人たちは根性あるなと思いますけどね。すごいなって、こんな門さんを応援してる人たちいるんだって思ってちょっとびっくりしますけど、はい。デモは市民の権利です。今だけ東京にしてみたいは毎日プロテストやる。やりすぎて皆さん逮捕とかされないように本当気をつけましょう。なんか今ね、維新がいろんなこと言ってるので、はい。ということでですね、最後こういう、人民抵抗の話をちょっとしていきたいのですが、日本はね、こういったお寒い状況がね、デモがごっこ遊びだと笑われたりとか続いてるわけなんですが、最近ですね、民主化した国といえば、事実上民主化した国といえばハンガリーですけれども、ペーテル・マジャールさんが正式に首相になられました。そして、演説をされてたんですけど、これちょっと流すわけに音声出すわけにいかないので、見たい人はぜひ見てほしいんですが、単に声を上げ立ち上がり異なる意見を表明しただけで汚名を着せられいじめられ敵として扱われた全ての一般市民教師ジャーナリスト医療従事者著名な方々に私は謝罪しますと。っていきなり謝罪するんだこの人って。いやすごいと思いません？確かにペーテル・マジャールってもともと保守で、オルバンの下にいた人なんで、それが反旗を翻したっていう、話なんですよ。なんで、確かにオルバン側にいた、体制側にいた人だから、筋は通ってるんですけど、いや、謝罪するんだっていうね。いや、でもこれは本当、プロテストしてた人たち泣けてたでしょうね。はい。だから、ずっとね、抗議し続けて、オルバンを倒したんで、今回オルバンという独裁者みたいなやつを倒した16年ぶりに打倒したんですけれども、こうやってね、異なる意見を表明しただけでね、反ハンガリーだとか、反政府主義だとか、ね、非国民だとかね、言って石を投げつけられた人たちってハンガリーにたくさんいたんですよ。でも、そういった人たちに、私は謝罪申し上げますと言って、ですね、新しいハンガリーを、作っていきましょうという風に出されたわけなんで、いやなんかね自民党からついぞこういう言葉を聞いた覚えがないですよね。はい
基本支持者の方にしか謝るけど、基本支持者の方にしか謝らないじゃないですか、あの人たちって。だから市民に向けて我々のせいでね、苦しめて申し訳なかったみたいなことを一言でも言ったことあんのかなと思います。はい。鳥肌ものです。土曜日にブダペストの議事堂前で歌う、レズビアンのロマ人歌手イボルヤ・オラシュの短い抜粋に私たち多くの人たちが心を動かされました。彼女の声だけでゾクゾクします。これもちろん音楽入ってるのでですね、皆さんに聞いてほしいんですけど、素晴らしい歌声が聞けます。彼女が何を歌っているのかを知るとさらに感動的です。そこで私は56年のブダペストで少女だった頃、父親からロシアの戦車が到着する前に15分で荷造りするよう告げられたという私の親友の力を借りて、できる限り蓄幕をつけました。彼らは脱出し、彼女はカナダで育ちました。想像する限り彼女はこの歌を聴いて深く心を動かされたのですと。ハンガリーの愛国的なね、曲をですね、歌い上げたわけなんですけど、だから、こういうね、経歴の方なので、ロマ人の方なので、だからいかに、ハンガリーのオルバン政権だった時代にどういう目に遭ってきたかって想像できるじゃないですか。だからそういう人がね、こうやって国会に出てきて歌うのは、これだけで感動的な光景だなと思いますし、なんか日本でもいつかこういうのが見たいなと思うんですけどね。はい。ちょっと今は贅沢すぎる願いなのかなと思います。はい。素晴らしいですよね。自民党が市民に向けて謝罪、謝ることはね、いや、だから知事者の一人は一応謝るんですよ、彼ら。裏金の時もそうだし、だから自民党の集会では心配かけて申し訳ございませんみたいなこと言うんだけど、ついぞ、その支持者でない人間に謝ったことは見たことないですね。はい。本当は支持者でない人間に謝罪すべきなんですけどね。そして EU 旗がですね、2014年以降初めてハンガリー議事堂の前に掲げられました。はい。だから本当はね、日本もアジアに対してこういう態度を取るべきなんですけれどね。はい。今ではちょっと夢なのかなという感じがしてしまいますが。ですね、ようやくハンガリーが EU の民主主義国家として戻ってきたかなという感じです。もちろんね、オルバンが悪政を敷いてたので、今は多分尻拭いで1年以上はかかると思うんですけど、はい。今は本当おめでたい雰囲気を祝福したいなと思います。他はですね、オランダでライツェ広場では、本物の注目を集める平和のための、ショーウィンドウ、これの特別なコレクションは国立博物館のために用意されましたということで、ミッフィーさんなんですが、いやなんか日本のね、平和を願うウサギのですね絵とシンクロしてますよね。これ平和のシンボルをですねつけたミッフィーの絵なんですけれども、ピースというですね新しいデザインのですね発表だったそうです。いやーなんかなヨーロッパもねもちろんひどい状況なので全く気抜いてられないとは思うんですけど、やっぱオランダやねハンガリーのようにリベラルな人たちが政権取ってるとこういうことできるんだなっていうちょっと感動がありますね。はい。心配かけて申し訳ありませんは謝罪になっているのかっていや謝罪じゃないよね遺憾でございますみたいな感じでしょ一言でいいから謝れやって感じするんですけどね。はい。先ほど紹介したイギリス緑の党ですが、イギリスも完全に死んでしまったわけではありません。スターマーさんはしばらく居座ると思いますが、あらゆる組織のトップを給料が一番、給料の低い人たちの10倍までの制限する政策を掲げています。これはイギリスの有権者の 65% が賛成しています。法的には可能。現在大企業のトップボトム差は100倍以上の企業が30以上あり、最大は600倍だということだが、1970年代はそれが2、30倍だったとされており、差が急速に拡大したのは80年代以降、サッチャー政権の後でしょうね。はい。イギリス緑の党は企業内の最高賃金を最低賃金の10倍の上限に制限することを提案しました。この提案は 41% のイギリス人強く支持、やや支持する 24%、やや反対強く反対で 17%、イギリス人ほとんど支持しとるっていうですね。だからすごくネオリベ的でね、リフォーム UK をみんな支持してるようなイメージがあるイングランドの人たちですけれども、意外とこういう社民主義的な政策受けるんですよ。
まあ、受ける余地があると。だから日本もね、意外とそういうところあるんじゃないかと思うんですよね。だから、リベラル政党の人たちは恐れずにですね、こういう従業員との異様な格差を、維持するようなね、ネオリベラリズムは良くないっていうことを堂々と言っていただきたいなと思います。で、なんかこの GSD って人はなんか緑の党の悪口言ってて、こんな非現実的な政策だみたいなことを嘲笑してるんですけれども、いや、非現実的じゃないんですよね。やらなきゃいけないことなんですよ、これはって。はい。ノミネさん、ブルーナどうしたということでですね、これピースっていうですね、平和を願うデザインだそうでございます。だから、胸に平和のシンボルがあって、まあ、顔がピースの形になってるってことですかね。いや、日本でどうなんでしょうね。私、意外と賛成がいるんじゃないかという気がするんですけどね。緑の党の政策。日本のあれが主役なのは表現の自由を守れと叫ぶ人にとって抑圧されたということですね。なるほど。そうですね。日本の平和うさぎさんはね、表現の自由がどうとか言ってる人たちも叩いてましたからね。ミッフィーちゃんはチャリティーアイテムとかにもデザインを出していまして、車椅子に乗った女の子のキャラクターもいます。ディック・ブルーナのような作家とそれを守り抜いている組織には尊敬しかないです。そうですね。いや、ほんと素晴らしいと思います。こういうデザインをすぐお出しになれるっていうのはね。日本人も本当は社民主義が好きだと思います。でも自民党やメディアの煽りのために、情報が正確でないのがそうですね、問題だと思うんですよね。はい。だから社民主義的な面って結構あると思うんですけどね、イギリス人でこの結果出るんだから、日本意外と期待できるんじゃないって思うんですけど、ちょっと楽観的ですかね。はい。で、まあ、先ほど散々言った悪口を言った BBC ですけど、日本で反戦デモが拡大、高市首相が防衛力強化を掲げる中、NHK に報道してほしかったという報道をですね、5月8日に出してくださってます。まあ、これぜひ、読んでいただきたいのですが、まあ、高市が悪いと、高市の、ですね、平和主義を打ち破るような政策が、日本のね、デモに積極的でない人々を動かしているということで、わざわざ特派員の人がこうやって動画を出してまで、このようにですね、詳しく書いてくださってます。はい。まあ、BBC なんで、まあ、ちょっと中道というか、なんか、両論兵器っぽいところはあるんですけれども、まあ、でもね、メッセージ性は明確ですよね。ノーウォーって書いた人たちをちゃんとね、前面に出してくださってるので、ありがたい話だなと思います。耳でピース、そして、イギリスの再分配意識いいですよね。はい。で、あとですね、ドイツですね、日本の平和主義からのゆっくりと離脱。最近日本は凶器の輸出を許可したが、これは本質的に平和主義国の安全保障政策の根本的変化である。しかし、この展開には矛盾がないわけではないということでですね、わざわざ高市やめろと書いたこのストップ軍拡というのを、サムネにしてくれてるんですけれども、まあ、これもよかったら、ぜひ読んでください。なんで、これ、まあ、ドイツなんですけど、なんでそのドイツとかイギリスからこういう記事が出るんでしょうかね。ちょっと理解しがたいんですけど、NHK が書くべき内容じゃないですか、これは。まあ中国と日本の間では緊張が高まっておるみたいな、まあ、ことも書いておりまして、ですね、2005年社会の平和主義は依然として日本に深く根付いており、しばしば日本の DNA の一部と言われていますが、この自己イメージが将来変わらないようにするため、若者たちが数週間街頭に繰り出している、東京で行われる次の大規模デモで再び日本国民は永久に戦争を放棄するという横断幕を掲げる予定であると。いうことですね。はい。まあ、海外からね、まだ見てくれてる人がいるうちにちょっと頑張るべきではないかなと思います。いや、あざます BBC っていう感じですね。あと、こちら、まあ、紹介だけにしておきますが、優しい政治の話し方ということで、2026年の国政タイムラインとか簡単政治用語集、よくある疑問集、日本国憲法9条など、まあ、護憲派の人がですね、なんか3ヶ月ぐらいかけてですね、作ったらしいです。すごい内容のサイトですね。はい。ですね、なんかカンパしたりとかね、ドーナツをおごったりとかするらしいので、3ヶ月間休職してひたすらこのサイトを立てていたら貯金が空になりました。公開できて気持ちだけは一安心です。仕事再開して、そこの日暮らしでここの更新もやりますということで、ですね、なんか本業は、ジュエリーとかの関係者の方らしいんですけれども、なんかそういう方多いな。だからこういう自営業でね、なんか、やっぱり
独立的にやってらっしゃる方々がまだまだ日本いるわけですから、こういう方々がいるうちにですね、応援しておくべきだと思います。はい。ということでですね、情勢タイムラインとかすげえよくまとまってるので、中にはちょっとウィキペディアからの引用もあるので、それはちょっとやめてほしかったけど、はい、よかったら見てみてください。皆さんにはね、特にあんまり必要ないかもしれませんが、わかりやすくまとまっております。はい。で、こちらもちょっとね、著作権的な問題でね、そのまま流せないんですが、CLP さんが5万人の憲法記念日という動画を作成されてます。東京有明防災公園にて行われたつながろう憲法を生かして平和な世界を2026年憲法大集会のドキュメンタリーです。これも非常に感動的な内容なのでですね、見てない方はぜひ見てほしいと思います。なんかね、本当、いい意味で普通の人たちだっていうのがわかりますね。本当になんて言うんでしょうね。私は高市さんの言うところの普通の市民ではないと自覚しているので、普通の市民的な考え方の人たちとは、いろいろ相入れないところはあるわけなんですけど、でもなんか、生活保守だったりとか、なんて言うんですかね。いい意味で、かっこ普通の市民って言える人たちが、その感覚のままですね、こういう憲法大集会にですね、集まってくれたんだなということが非常によくわかる内容の動画になってます。はい。だからなんかな、こうやって運動が大衆化していくっていうのはすごくいいことだと思うんですよね。左派のやるべき仕事っていうのは、こういう運動をね、先鞭つけて広げることだと私は思ってるので、はい。今後もね、協力したり、連帯したりね、広げていく活動はしていきたいなと思うんですが、思想的にね、尖りすぎているので、私は、なんか、多分、そこの距離はあるとどうしても思うんですけど、でも別に思想的に全然尖ってない人たちがですね、こういう集まりをですね、自然と参加してこうやって戦争反対というメッセージを出してくれてるっていうのは非常にいい傾向だなと思いました。はい。思い起こせば根性天皇の婚約の第一幕も海外メディアでしたね。そういえばそうです。毎日毎日いろいろ起こりすぎて整理もできないし忘れていくしで、こうやってまとめてくれる方の存在本当にありがたいです。ということですね。ありがとうございます。そうですね。本当に矢継ぎ早にいろんなことが起きているのでね、こうやってまとめてくれている方はありがたいですね。で、こういう方のがね、やっぱり簡単な政治用語集とか、本来私もすいません、こういうのをもっと作るべきなんですけど、すいません、ぜひとも読んでください。あまりね、だから普段政治に関心のないような人たちに、向けてメッセージングなね、ことをできているのも素晴らしいと思います。そう、シャボナマとかがすごいいい味出してますよね。はい。いや、平和の象徴だとは思いますね。建設業界にお勤めの方のスピーチ、高市総理大臣こんにちは、東京都内の建設業の企業に勤める30代女性です。私は勾配の仕事をしていて、建設工事に使う材料を仕入れる仕事をしていますが、塩ビ管や塗料や高圧ケーブルなど買えない材料が日に日に増えています。以前なら注文したら1週間ぐらいで手に入るものが今や完全に出荷停止や納期未定となっていて、このままでは工事ができません。目詰まりが解消されているニュースを見てからも出荷停止の商品は依然増えていますと。回収素材も確保できない中でどうやって皆様は政治家を続ける気なんでしょうか。それらの点について一度国会や記者会見の場にて説明いただきたいですと。私からは以上ですと。これもね、10日の官邸前講義の、スピーチだったらしいんですけど、なんかこういうごくごくいい意味でね、ごくごく普通の市民の方々が声を上げるようになってるっていうのがね、本当いいことだ、いい傾向だなというふうに思います。ショート動画新シリーズ、頑張ろう。はい。申し訳ありません。全然更新できてなくてね。今の今までは政権倒さなきゃ、でも署名めっちゃ頑張らなきゃ、うおーと思っていたけど、韓国は3年、ハンガリーは16年間政権交代を言い続けた。こんなに息を切らしてたら持たない。よし、焦るのやめようという心境変化しました。ということで、これもまたいい傾向だなと思うんですけど、2011年の脱原発デモからデモに参加している先輩デモから、おせっかいアドバイスをすると、焦らないこと、楽しむこと、疲れたら休むこと、希望を捨てないこと。これは絶望感を回避し、灯した小さな光を照らし続けられるかのゲームなので、絶望するまでは勝機はこちらにありますと。
いうことでですね、本当頭が下がるんですが、だからこういうことをやっぱり続けていくのがね、左派の仕事だと思うので、今後も、地道に続けていきたいなと思っております。はい。ということで、最後はちょっと私が撮った映像を流して終わりにしたいと思います。はい。ということで、大変長い時間に及んでしまって申し訳ございません。高市師匠に石油危機だと言ったら陰謀論者されそうで辛いということで、時事雑談でございました。皆さんね、いろいろデモ活動とかで忙しいかと思いますが、今後もですね、希望を捨てないように地道に頑張っていきましょう。はい、ということで大変遅い時間になってしまいまして申し訳ございません。ちょっと今日はニュースが多すぎましたね。はい、反省しております。あんまりこれ以上長く死にすぎないように気をつけます。はい、ということで大変遅い時間までお付き合いいただきましてありがとうございました。札幌のデモお疲れ様ありがとうございます。いやーなんかね、1000人以上集まってたらしくてちょっとビビりました。なんかね、普通に5月9日って全国連帯デモでもないんですけど、独自のタイミングでね、主催の方やられてたんですけど、私は主催側じゃないですよ。念のため言っておきますが、全くただ参加してただけなんですが、すげえ人数集まってたのでですね、この調子で続けていければいいなというふうに思っております。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、強権政治反対ということでありがとうございました。ありがとうございます。ということでですね、皆さん各地でこういったアクションとか行われていると思いますが、無理しないようにですね、地道に、ですね、高市政権は相変わらずあんな感じだと思いますけれども、続けていきましょうということでですね、高校生の飛び入り熱かったですね。はい、ありがとうございます。あつさんもお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。皆さん本当にお疲れ様でした。ということでですね、あざましたお疲れ様でしたということで、皆様本当にありがとうございました。いつもしていただきましてありがとうございます。ということでですね、今日もありがとうございました。今週なんですが、15日にまたフリートークかななんかごめんなさい、言うこと決まってないんだけど、配信しようかなと思ってます。あと16日にはですね、コズミックホイールシスターフットというですね、ゲームの続きを音花風花さんとやっていきたいと思います。このゲームですね、本当に面白いので、よかったらですね、アーカイブちょっと長いんですけれども、すいません、私のコントロールが下手であれなんですけど、ぜひとも見てみてください。面白いです。そしてですね、17日の日曜日までには、目標なんですけれども、呪術廻戦もちろっていう漫画読んだので、その感想文を何とかして書きたいなと思ってます。そんな、長大な内容にはならないと思うんですけど、なかなか面白かったので、ちょっとですね、そういったノートの更新とかもしていこうと思っております。はい、ということで、皆様、お疲れ様でございました。また次回の配信で来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。